ーズ前大統領はもうやめているという状態。さあこの子がジャック君で、ここで死闘を繰り広げ、ちょっと上一を見とくか。なんか取り忘れないか。爆弾魔ファットマンはやっつけることができました。さすがにあんだけ練り歩いたからね、取り忘れてるものはないと思うんだけど。見えない。あ、ここ壁だ。待って、階段だと足出てるんだけど。どうやって行くんだっけな。右下かな。今なら見えなさそう。しよう。よし。やったぜやったぜ。難しかったぜ。退散入れたよ。シェルワン中央島の警備は厳重だ。敵に変装して潜入するんだ。変装するにはまずあの忍者から渡された敵兵士の野戦服を装備するんだ。それで敵の服装を真似ることができる。そうだった、忘れた。だがそれだけでは不十分だ。敵兵士と同じ武器を装備していなければ怪しまれるぞ。中央島の敵兵士は武器として AKS-74U を装備している。どこにあんじゃん。変装するときは AK を装備しろ。 AK を探すんだ。カード2を手に入れただろう。F 脚の倉庫を探してみてはどうだ。エレベーター。あ、顔認証された。え、違うか。網膜認証。エレベーターを操作するにはエレベーターに入って左側にあるパネルの前に立てばいい。出てきたパネルの中から行きたいフロアを選んで決定ボタンを押せばエレベーターが動き出すみたいよ。この間右スティックを使って周りを見渡すこともできる。敵が近づいてこないか気を配っておけ。敵めっちゃいたけど全然乗ってたけど、何回行けばいいの大佐。大連エイムズに接触して大統領の情報を得るんだ。エイムズは君のいるシェルワン中央島の B1 に捉えられている。 B1 だった。 B1 に向かえ。さよなら。なんかあんまり怪しまれなかったね。あいつなんで下行くんだみたいな。されなかった。お、あ、網膜認証してる。パターンを照合しました。あいつの目をえぐれば。目えぐれなかった。エイムズは今君がいるシェルワン中央と B1 のホールに捉えられている。ホールに入るには網膜センサーを使ったセキュリティで守られた扉を通るしかないようだ。ライデン、網膜センサーを突破してホールに潜入するんだ。どうやって？おやつ怪しいやついましたね今。あ、違う、インコが喋ってんだ。え、うわ、おはよう、おはよう。え、おはよう。なにそれどういう。あ、指向性マイクだ。おはよう。ゲットした。指向性マイクを手に入れたら、それで人質の心音を聞くことができる。でも2個エイムズは装備できない。心臓にペースメーカーを埋め込んでいるらしい。心音が違うはずだ。それを指向性マイクで聞き分けるんだ。簡単だった。網膜パターンを照合しました。ナイスすぎる。どうぞお入りく目のださい。前でやってよかった。よし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 。今 AK 持ってないけど連れてくるじゃなかったわ。ん、これ自分っぽい。今のはスムーズ。ナイスプレイ。さあペースメーカーの音聞きに行こうか。でも AK
下ろさないといけないよ。勝手に装備してくれたみたい。とりあえず、あ、コール来たコール来た。コールしようと思ったら来たわ。待ってた彼女の電話来たみたいな感じやなこれ。ライデン、はいそこに囚われている人質たちの中にエイムズがいる。はい。エイムズは心臓にペースメーカーをつけているらしい。心音が違うはずだ。もう同じこと3指向回ぐらい性マイクを聞いたわ。使って聞き分けろ。はい心音を聞いてエイムズを特定したら、マイクをその人質に向けたままアクションボタンを押して呼びかけるんだ。その人質が本当にエイムズだったら何らかの反応を示すはず。もし間違ったら物音を聞きつけて敵がやってくるかもしれんな。場合によっては警備が強化されるかもしれ嫌ん。だな。うかつに呼びかけない方が良さそうね。エイムズにアクションボタンで呼びかけるのは、その相手がエイムズだと確信できてからにしろ。もし間違ガシえたらョンガション言ってるけど敵に見つかる前にマイクを AK に持ち替えてその場をいやそう離れただよ方がいい。ね。それ難しそそうだこで敵にね。見つかったら退路を断たれた上に増援部隊を呼ばれる。とても切り抜けることはできないだろう。ああ死ぬんだ。見つかったら終わりだ。変装して敵の目を欺きながらエイムズを探すんだ。いいな。いや変装ミッションでもいいね。楽しいね。ローズでちょっと一応セーブもしとこう。ジャック、したいのセーブ。したい。すごくしたいの今。セーブ。よし。これここの BGM か。タクトゥンカシャン。そう鎖の音がすごい響いててさ、ジャック、任務のドキドキする方はどう？。ああ順調だ。本当に？順調だ。それだけ？任務についてはあまり話したくないんだ。せめて君とは別のことを話したい。そう。じゃあ、あなたについて話して。俺？そう。あなたの一番嫌いな話題。そんなことは。そう？じゃあ話して。何？何でもいいから、あなたのこと面白い話なんか別にないよ。どうしてそんなこと聞きたいんだ？知りたいんだもの。だからどうして？好きな人のこと知りたいって思うの、そんなにおかしい？おかしくはないが。私、時々ね。ってほら、もう私の話になってる。あなたのじゃなくて。イチャイチャし始めた。どうして話してくれないの？あなたがどんな子供だったのか、何をして遊んでたのか、ご両親はどんな人なのか、私聞いたことない。どうして？それは。分かってる？これってちょっと異常。ローズちょっとめんどくさいな。彼氏の昔のこと何も知らないなんて。ローズ、帰ったらちゃんと話すよ。そうきっとよ。ああ、きっと。いい女だと思ってたんだけど、ちょっとめんどくさいなローズ。踏み込んでくんなよって感じするよね。プリスキン。多分違う。みんな同じような音だった。そうやってやるんだ。生脈？待って、どういう音が鳴るんだ？ピッピッとか言うのか？ペースメーカーって。冷静かよ。すっごい心音遅いんだけど、この女の子。変えて。機械音か。あのおじさんさ、トゥクン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 みたいなさ。やばい、こっち来るから、ここ後回しにして、ここやろう。定時連絡、シェル1中央と B1 ホール異常なし。この人もちょっと不整脈っぽい。
か多いな。っていうか定時連絡シェルワン中央と B1 ホール。この人もさ、この人たちもさ、なんでこいつもマイク向けてきてんだってなってんの。ドクドくんの人多くない？大丈夫みんな。調子悪い心臓。大丈夫？こういうもんなのか、心臓の時。あ、目隠しされてるから見えないよ。ほんまや。ここ大丈夫かな？あいつちょっと来そうだけど。あ？こいつだ！これどうすんだ？こいつだ！これどうすんだっけ？タイさんいたー！丸ボタン押してもダメだった！大伝、そのホールでは絶対に見つかるなよ。三そ角だった！のエリアには出入り口が一つしかない。そこで敵に見つかったらはい、同じこと言ってる。あんたがエイムズだな。ピコンピコン銃みたいにマイク持つやん。あんたがエイムズだな。そのままで聞くんだ。俺は敵じゃない。テロリストに化けて潜入している。いいか、テープを外す。大丈夫？騒ぐな。誰から私のことを。聞こえるよ。忍者の格好をしたミスター X と名乗る。なるほど。これを外してくれ。私はリチャード・エイムズ。ちょうどいいもん。シークレットサービスだな。いや、ラリー・ルレロンに派遣された。君と同じだよ。ラリルレロ？え、見えてる見えてる。うわー！オセロット！居場所を知りたいんだろう。時間がない。手短に話す。その前に体内通信に変えよう。ナノマシン経由か。そうだ。声を出さずに会話できる。その方が安全だ。もうバレてますけどね。もうちょっと怒ってるってことは不通報が起きてるってことやな。聞こえるか？大丈夫だ。あんた本当に大統領の居場所。あ目と口を押さえといた方がいいんじゃない？シェル2中央島の1階に移されたらしい。シェル2中央島の1階。あっちか。今もそこにいるのか。いや、今は反応がない。まさか他の人質のようにん？シール10が突入した報復に人質が殺されただろ。何のことだ？他の人質はともかく奴らは大統領を殺さない。なぜそう言い切れる？ブラックケースだよ。奴らが奪っていった核兵器を解除するケースのことか。そうだ。奴らはブラックケースを奪った。だがそれだけでは意味をなさない。あのケースは最新ハイテク技術と推移を集めたものだ。合衆国大統領の生体データを用いる暗号システムを採用している。生体データ？大統領体内のナノマシンから DNA 情報、鼓動、脳波、血圧等を送信し、それを鍵とするんだ。なるほ最新のど。超並列コンピューターを使っても破ることはできない。死んだら開けられなくなるん入力はだ。脳波、心拍数等が通常の状態でなければ無効になる。薬物や脅迫で入力させることはできない。え、でもさ、人質にされてたら正常じゃなくない？自分自身の意思で直接入力しなければ入力は認められない仕組みになっている。その上、入力後も一定時間ごとに ID 確認が義務付けられ、確認が得られない場合、コード入力は取り消される。コードだだから奴らは大な統領を殺さない。少なくとも過去を打つまではな。ここには本当に核が新型メタルギアがあるのか。無論だ。ブラックケースのシステムは核兵器の解除だけではなく、新型メタルギア起動の鍵も兼ねている。なぜ海上除染施設にメタルギアが？何も聞かされていないのか。全て偽装だ。原油汚染もその原因となったタンカーの沈没も何もかもない。全部嘘つかれてる。このビッグシェルは新型またメ隠されてるタルギア開発を行うために建造された。今回の視察もその進捗を確かめるためのものだった。どういうことなんだ？待て。待って。見ろ、スネークのお出ましだぞ。
あいつが。ソリッドスネーそク。のマイクで統治をしてみろ。いやこれ聞いてるってバレてるよ。だってこれわざわざ聞かせに来たんじゃないの、オセロットが。キング、バットマンが死にました。構わん。始末する手間が省けただけのことだ。あれ、なぜ我々を裏切ったと思います？さあ、もともと狂人の集まりだ。何をしでかしても不思議ではない。背後を調べさせます。奴らの手先だったと。念のためです。例の侵入者のこともあります。声合ってる。奴の兵装、スニーキングスーツだった。ええ、あのスーツについてはあなたの方が詳しいはだがフォックスハウンドは4年前に解体されている。 ASMR みたいな。やはり愛国者たちか。スネーク ASMR。シェル2の被害は？ず。汚染海水の循環システムが破損しました。汲み上げた海水が浸水しています。すぐにシェル1、シェル2の連結通路を封鎖しろ。すでに通路にセムテックスと赤外線センサーを設置させました。あれへの影響は？行政清掃ありません。大統領は？ケースによるコード入力は終了しました。できちゃったの？ 1時間後に再度大統領本人の確認指示が出ます。それが終われば用済みです。それまでは生かしておけよ。分かっていますそれまで本体の起動は？もうすぐです。あと1時間しかない。コード入力は終了しています。あとはあの小娘がシステムを起動させるだけです。オルガいかつもの手か。いいえ、薬物で何もかも。やらしい。アウターヘブン実現まであと少しか。アウターヘブン。止まってますが。あ、誰か来た。あのサイボーグ忍者は何者なの？シャラシャシカ。私は知らん。オルガ？あなたも？ほい。仲間を疑うな、オルガ。信じろっていうの。親父を見殺しにしたあんたを。2年前のことをまだ言うか。シャドウモセス事件のファイル読んだわ。オルガよ、この私を疑うのか。疑われてる。忍者が私の部下でないことは確かよ。意味深だな。セルゲイが生きていれば。親父がいればあんたになんか従う必要はない。オルガ、セルゲイは私の親友だった。私たちを言ったら殺したよ。殺したよね。セルゲイの娘よ、こいつが殺してセル。私に自由は向けるな。分かった。後ろから撃つことにする。挑戦的でいいね。あ、仲間割れはよせ。ぐるぐるしてる。行く当てのないお前たちを拾ってやったんだ。よそで活動できる時勢ではない。せいぜいウェットワークでもするしかないだろう。ウェットワーク。決して裏切るな。他に行くところはウない。ェットワーク。あ、オルガの投げキッス聞きそびれた。スネークってことはこれソリダススネークじゃね？あいつは本当にソリッドスネークなのか？スネーク名乗そう言ってるし。っているな。スネークは死んだのでは？確かにソリッドスネークは死んだ。まあ、死んでないんですけどね。だが奴はここにいる。うん、ここにはいないけどここにいる。あるいはもう一人か。もう一人？いや、まさかな。え、知ってんの？もう一人いるってこと？ソリダスのこと知ってんの？それより奴らは何を？レイコードブスだったわ。入力は終わったと言っていやはりた。あんた、ブラックケースは大統領が自分の意思で入力しなければならないと言ったな。あでは大統領自身が奴らに手を貸しているということか？あ、そうなるな。一体なぜ？人形でいることに飽きたんだろうよ。我々を裏切るとは愚かな。人形？もう時間がないぞ。奴らは必ず核を撃つ。その前に大統領。核を撃つ？要求のタイムリミットまではまだ時間があるぞ。要求？現金300億ドル。何を言っている。核攻撃は脅迫の手段などではない。それこそが奴らの目的だ。大量虐殺が？いや、奴らは航空で核を使うつもりだ。聞いたことがあるだろう。コンプトン効果やスカラー電磁波。核爆発による電子機器の破壊か？そうだ。大気中で核爆発が起こると5兆メガワットを超える強烈な電磁パルスが発生する。電磁波の強さは数万ボルトパーメートルにもなり、一般の電子機器は全て破壊する。
世界経済の中心が機能を停止すれば世界的な大恐慌に陥る。いや、そうではない。デジタルの区引きを断ち切りマンハッタンを解放区とすること、それが奴らの狙いだ。鎖サンズ・オブ・リバティとは広く言ったものだな。サンズ・オブ・リバティ。まずい、オセロットが来る。体内通信を解くぞ。どういうこと？デジタルから切り離して私のポケットを探れ。何でもできるようにするってことを。セキュリティカサンズオブリード、バティレベル3までの扉が開く。これでシェル2への扉が開くはずだ。タイトル回収。いいか、奴らが核を撃つ前に大統領を何とかするんだ。来た。やばい、見つかっとる。おい、奴が来る。AK に持ち帰る。早くここにいたらバレちゃうよね。ありがとう、エイムズを獲得しました。何をしている？いや、ここにいたらバレバレやて。はよ逃げろて。私が頼んだんだよ。このままでは苦しいんでね。やはり DIA の偽装技術は二流だな。何のことだ？もうとぼける必要もない。正体は分かっている。エイムズ大佐。奴らは大統領が反逆を企んでいることを知っていた。だからお前を監視役によこした。そういうことだろう。残念だったな。任務は失敗だ。ラリルレロを出し抜くことはできんぞ。それはどうかな。ラリルレロ？あ、来る？貴様、分かったな。なんで？そうか、オセロット。貴様。あれ？心臓発作みたいな死に方。ナノマシン。お前どこのチームだ？顔を見せろ。やば。おい、こいつは誰だ？フォックスダイ？私のチームのものではありません。なんでわかんの？誰だ？やっと会えたな。うわー！パンダ！全部当ててくれんの？あんたはいそう人質のみんな。どっちだ？どっちに当たる？早く逃げろ。こいつやっぱいいやつだな。これはくたばったはず。コスプレ野郎って言われてるけど。あれスネークがコスプレしてるとかじゃないよね。それは違うよね。それは違うよね。来るタイミングおかしいもんね。強すぎー。かっこいいんだけどファンになっちゃう。グレイフォックスやばい、警戒されてる。ちょっと待ってちょっと待って、もう取られちゃってんじゃん。顔見えてるって。大佐、エイムズが死んだ。心臓発作のようだった。ああ、残念なことだ。だが大本当に統領思ってる？の居場所が分かっただけでよしとしよう。ここに新型メタルギアがあるのは確かなようだああ、そうらしいな残念なことだ。現在調査を行っている。奴らの目的は核攻撃らしいぞ。現金300億ドルではなく偽装だったとはな。大佐、一体何を隠してる？何も隠してはおらん。私も全てを知らされているわけではないのだ。本当か？それらの件についてはあらゆる情報網を使って調査をする。もう少し待ってくれ。今問題なのは大統領だ。奴らがコード入力を終了し、メタルギアによる核発射の準備を整えていることは事実のようだ。君は一刻も早く大統領のもとへ向かってほしい。しかし大統領は奴らと。エイムズの話によればな。しかし奴らが大統領を始末しようとしていることも確かだ。裏にはまだ何かある。大統領本人に会って状況を確かめる。大統領自身も裏切ってるのそれにコードの再確認がなされれば奴らは核を撃つ。いずれにせよその前に大統領の身柄を確保するしかない。ジャック、私も大佐の言う通りだと思う。
今は大統領を。分かった。シェル1から脱出するんだ。エイムズによれば大統領はシェル2中央島の1階だろう。開いてない D で脚のす。北から連絡橋を渡ればシェル2に行ける。シェル2に向かえ。 D 脚の北からか。なるほどね。だからだった。ここは大丈夫なはず。警戒中だったか。来てたか人。まさかあそこはさ、真ん中にいるお兄ちゃんしかいないはずだったからさ。サイファーに見つかってめっちゃ警戒してた。よし、これがやんでから行きましょう。まあでもここがね、アンチなことをこれは気づいてしまったからな。この連絡橋に行くちょっとした橋、ここ誰も来ない。警戒チーム来てたね。ね、なんか優秀そうなやつらが来てたわ。盾持ちがさ、あれなんだよな、厄介なんだよな。弾かれちゃうからな。あ、セーブしとく？確かにローズと話しとく。あ、これ話してる間に警戒解けないんだけどね。ジャックしたいの？セーブする。ここにしようね。ここで段ボールかぶってれば大体解決するのよ。それを見つけられただけでも今日の成果と言ってもいい。ローズ。何か教えてくれる気になったの？いや、残念。どうして君は俺のことをそんなに知りたがるんだ？知りたいから。もっと。それって迷惑なの？知られたくないことだってあるだろう。例えば？知られたくないことさ。知られたくないことね。実は奥さんがいたとか？本当は80歳だったとか？昔は女だったとか？ローズ、一体何があるっていうの？それを知ったら私があなたを嫌いになるとでも？そんなに私のことを信じられない？そういうことじゃないんだ。じゃあどういうことなの？分かれないわ。不安なのよ。今舌打ちした？私の知らないあなたがいることが時々どうしようもなく。今の俺、それだけじゃダメなのか？ダメ。ごめんなさい。欲張りで。なんでこんなに知りたいんだろう。もともとそういう女なのかな。例えばさ、その調査するように言われてるとか。あれね、全然減らないんだけど。これカウションだから言っても大丈夫かな。うわ、いっぱいいるな。あ、減ってる減ってる。よしよしよし。ここで待ってよ。いっぱいいるな。帰るのここから帰られたらどうしような。上から帰ってくれるといいな。でもさ、なんかすごい聞いてきた時に怪しいかなって思ったの。ローズもなんかさ、大佐がなんか隠し事してるのと同じように、ローズもなんかいろいろ身辺調査をしろみたいな風に言われてるのかなみたいな感じでさ思ったんだけど、もう思い出話がさちゃんとできたじゃん。ちょっと前になんかあそこでこうやって出会って口論になったわみたいな、その後映画を見てみたいなさっていう話をしたから怪しくないのかなって思ったけど、よーし帰って帰ってほら帰れ早く帰りなさいって思ったんだけど、なんかそこから全て初めてのとこだ。ん？赤外線めっちゃある。ライデン、聞こえるか？フリスキンか。フリスキン！今までどこに？ちょっとした調べ物だ。今 H 脚にいる。そっちの状況は？そっち行くよ。大統領の手がかりを得た。どこだ？シェル2の中央島の1階にいるらしい。そうか、こっちはひどいありさまだ。ここからでは中央島へは回れない。
爆発したもんね。これからシェル2へ向かう。シェル1、シェル2連絡橋には赤外線センサーのトラップが仕掛けられている。赤外線に触れるとセムテックスが爆発するぞ。やばい。奴らが話しているのを聞いた。一発アウトのやつや。制御装置を狙撃して破壊するんだ。くれぐれもセムテックス本体を撃つんじゃないぞ。振りですか？破壊しなければならない装置は双眼鏡で見てみるといい。双眼鏡？もうちゃんと見てくれた。これが爆弾だよね。セムって書いてあるもんね。これがセムテックス。セムテックス。はい。この緑のやつね。オッケー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 。フリスキンフリスキン。やだ、スナイパーライフル来ちゃう。その PSG1 なら赤外線センサーの制御装置を破壊できるだろう。シェル1、シェル2連絡橋に向かえ。オッケー。向かう前にちょっといろいろ見ましょうねと。いつの間にこれよりレベル3に入れる女になったんだ。レベル2だと思ってた。見回すことの大切さを知りました。これはでもこれでいけるもんね。おー、いけたらしい。ナイスナイス。ちゃんといけましたよ。教えてくれるムービー。ほい、かけよう。一回とりあえず大佐に報告しよう。大佐教えてくんないの？できたなって連絡くれよ。ライデン、シェル1、シェル2連絡橋の赤外線センサーは無効になった。シェル2中央棟の1階に向かえ、大統領を救出するんだ。オッケーです。じゃあでも移動したらイベント始まっちゃうかもしれないから、ちょっと連絡もしとこう。セーブもしとこう。ジャック4。こっちょっとメインなんじゃないの？ついに大統領入れるとこ行くからね。大山なんじゃないの？よし、セーブして。ねえジャック、何？時々疑問に思うことがあるんだけど。何？なんだ？あなたどうして私と付き合ってるの？私が美人だから？突然何を言い出すんだ。しかも自分で言うかな、そんなこと。事実だもの。それを認識できないようなバカじゃないし、謙遜するほど嫌味でもないつもり。それじゃスケジュールはデートの予定でびっちりだろうな。ええ、だから専門の秘書雇ってる。あなたとの約束以外全部キャンセルしてくれるの。何それ。ちょっとため息ついちゃった。時々不安になるのよ。あなたは見栄えのいいパーティーの同伴者が欲しいだけなんじゃない？そんな言い方する？私と一緒にいればみんなから羨ましがられるでしょ。それが嬉しいだけで。そんなわけないだろ。そうだってあなた自分のこととか話してくれないし、あなたがそばにいてほしいって思うのは本当に私自身なのかなって。私より綺麗な人がいたらそっちを選ぶんじゃないかって。そんなことあるわけないだろ。顔で選んだんじゃない。じゃあ私が美人じゃなくても付き合ってる？もちろん。あなたが好きなのは私自身？それとも私の評判？どっち？そういう聞かれ方して後の方って答えるやついると思うか？ギスギス。冗談だよ。俺が好きなのは君自身だ。嘘じゃない。そう、ありがとう。よく言えるなライデン。ジャック、こんな会話したら声をちょっともう別れたいなって思わないのから。やだ、こんな女。自分のいろんなことをひけらかしてくる感じの女。ライデン、いいものを手に入れたぞ。いいもの？敵のカサッカだ。飛べるのか？燃料も OK だ。今からシェルワンへ向かう。シェルワン？ハリアーはどうした？いや、こっちのヘリポートにはいない。よし、今のうちだ。そっちへ降りる。人質そういえばハリアーあった中のなくなったね。央島に軟禁されてる。クリスキー、他に人質が囚われている場所を見つけたか？いや、そんな気配はなかった。そうか。人質は何人いた？30名弱。うち1名死亡した。何人か怪我もしてる。カサッカの貨物はどう頑張っても13人が限界だ。もう1機のカサッカは？飛べないように細工をしておいた。追跡されては困るからな。そうか。2人で運転すればよかったのに。カサッカを操縦できるのか？
民間用の KA62 の経験パイロットがいる。といっても VR 訓練だがな。機体は軍用型の KA60 とほとんど同じだから問題なく操縦できるだろう。オタコン？準備完了だ。ライデン、俺の相棒を紹介する。オタコンだ。オタコン？いやライデン、はじめまして。よろしく頼むよ。一緒に来てんの？敵だ、ここにいるぞ。まずい。ライデン、後で話す。オタコンどこにいたの？出会った時別れてたの？え？強いオタコン。答えてくれ。フリスキンたちは何者なんだ？君の考えていることならわかる。何？シャドウモセスにオタコンといえばハルエメリッヒ博士、シャドウモセス事件やっぱオタコン有での生存名なんだ。ローズ。あの事件の後、スネークとオタコンはテロリストとして指名手配された。反メタルギア団体。彼らは世界中のメタルギアを破壊して回った。そして2年前、そのビッグシェルが建造される理由を作った。スネークたちはテロリストではない。ジャック、どうして彼らをかばうの？これまで任務を遂行して感じる。使命感だけではスニーキングミッションは達成できない。単にタフなだけでは。ジャック、大丈夫？それ以上に崇高な何か。そう、的確な言葉が見当たらないが、例えば勇気や理想に裏付けされた強い意志が必要だ。俺にも感じるんだ。シャドウモセスを救ったスネークはテロリストに表現はしない。それは定かではないが、彼らは2年前タンカーと共に沈んだ。そしてスネークの遺体も回収されている。遺体の DNA 検査も一致。ジャック、あなたの気持ちもわかる。でもスネークは死んでるの。だから彼がハルエメリヒ博士であるはずはない。もう一つ確かなことがある。テロリストのリーダーもスネークではありえない。もう別れるなこの二人。待って、キャンベルさ、スネークのことそんなに否定するの？どうして？テロリストではありえないってわかるじゃん。あ、飛んできた？ヘリできたよっ、かっこよすぎんだろスネーク。あ、違う、プリスキー503。大佐変わっちまいすぎてるよ。しかもプリスキンがスネークなのかもしれないと思ったらさ、会話したくないのキャンベルは。なんで？待っていたぞ。キャハ。愛国者たちの手先。来ちゃった。やはりどこかで会ったことがある。お前がボスか？違う、単なるボスではない。ビッグボスを超えるもの。ソリッドスネーク。ちげえだろがよ。違う、そいつはスネークじゃない。あ、来た。え、やってくれんの？いいぞ、いけスネーク。俺はこれは兄弟。貴様に兄弟呼ばわりされる覚えはない。私を忘れたか、スネーク。出会ってんの？え？ソリダスライデンどいてろ。だよね、リキッドではないよね。おお、そこに確かに貼ってあった。あ、燃えちゃー。あ、でも男の真似事はやめろ。リキッドの真似事してるソリダスってこと？兄弟、私はリキッドとは違う。ちゃんと首守ってる。は？何やってんの？うわー、来たー、ソリダススネークだ。大統領。うわー、スーツが強すぎる。スーツのあれで飛んだ？やばやばい、衝撃が耐えられない。ただの人間なんだライデンは。落ちた、落とした落とした落としてました。あー、落としたー。やってないなそれな。これにもよく言ってる、やったかって。やったかの元ネタってここ？知らなかった。なんか乗ってきた、何それ。あいつだ。殺したと思った。忍者じゃねえ、バ
オリジナルではないでしょ。全員オリジナルではない。乗った。侵入者どもよ、やばっ、海に沈めて。嘘、ハリアーセン、ミサイル当たったら痛そうって言ってたやつ。おー、あ、でも D の方ならもう行かないからいいよ。おー、ハリアー、さっき下で見た時よりでかく感じる。スティンガーだ。スティンガーミサイル。勝負にならない。ハリアーを落としてくれ。はい。だからコックピット燃やしとけばよかったのにね。もうハリアーと戦いたくないよ。頼んだぞって言われた今。キリッとしとるけど生身やでこっちは。今日いいよ。いいよ、橋持ってくれ。ありがとう橋、頑張ってくれてありがとう。声を支えてくれてありがとう。ちょっと待って、違うクールじゃない。ちょうど場所が悪くてクールになっちゃう。こうしてこうしてこうして、当たれー。当たった？当たってない。今ギリギリ間に合わなかった。ほら、あと一発。やったー、いけたー。ふわーって言ってた。勝ったよジェシ君、ナイスナイス。立ち回り結構良かったんじゃないの。ハリアー追撃。お、目をつぶした。左目、これ大事かな。でもやつはこんなんじゃ死なないんだよ。何か来るぞ。え、メタルギア？かわいい。あれがメタルギア。もう起動してしまったのか。早いよ。レイちゃんだ、レイちゃん。マリーンズって書いてあるのかな。音楽かっこよ。え、何それ。なんか打ち上げたけど。やばい、ちょっと待って。渡ることできずにビッグシェルトをおさらばか、もしかして。待って、ヘリも撃墜された。痛いなぐらいじゃん。目をやられた。おじいちゃん。目ぐらいなんだ。目しか焼いてない。しかももう開いてた。シャーこいつもこいつでおもろキャラなんだよな。頭に穴開いたままやん。シャーじゃないんだよ。ショッカーみたいになってる。あいつ強キャラなのに。やばい、受け止めて。あ、よう登ってる。お尻プリップリだ。いいお尻の筋肉してた。来てるー。はい、足速っ。シャー。何あれ。海面を走っている。走ってんのこれ。海面だったの今走ってたの。やばすぎ。なんだよ、ターミネーターか。人間じゃない。いや超人間すぎんだろ。ロボットやんこんなん。ターミネーターなんじゃない。だから死なないんじゃない。クイーンも。やばー、チャクラだ。ライデン大丈夫か。これより走れねえの。走れるわけないだろ。着陸した。ヘリは無事か。修理の時間が必要だ。そうか。大統領を頼むぞ。ああ、ちょっと。なんだ。あんたがスネーク。いけるんだ。2。死んだはずだ。
俺は死なんさ。まだやることがたくさんある。かっこいい。スネーク、あんたが伝説の傭兵として聞きたいことがある。伝説は人が作るものだ。人が記憶し語り伝えるものだ。俺は任務でここにいる。自らの意志ではない。できれば今すぐにでもここから逃げたい。なぜ再び戦場に？ライデンいいか。俺の親友の言った言葉がある。俺たちは政府や誰かの道具じゃない。戦うことでしか自分を表現できなかったが、いつも自分の意志で戦ってきた。グレイフォッなぜクス。遺体の DNA 検査では？あれはリキッドの遺体だよ。彼とスネークは DNA レベルでは全く同じ。右言ってなかったもんリキッドのね。遺体。そうさ、世間の目を欺くためのトリック。このある期二人がやったん間が冷凍保だ。存してたのを盗み出したんだ。ちょっと苦労したけどね。犯罪だそういうね。ことだ。君らは本当に NGO なのか？ああ、僕らは民間の反メタルギア組織さ。どこにも属さない。この地球上からメタルギアを根絶するために動いている。なぜそんな危険なことを？ 4年前の俺もそう思っていた。アラスカの僻地で自分の殻に閉じこもって酔っ払っていた。僕らは伝える義務があ変わったもんねる。。世間に、子供たちに。何を？我々人類の間違い。過ちを記憶して伝える、抗議する。そのために生きる。君らが未来を変える？そこまでうぬぼれてはいない。君らのは草の根運動なんかじゃない。テロに近い。違うよ。そうだな。僕らの組織フィランスロピーが情報を手に入れたんだ。ここで新型メタルギア開発が行われていて、テロリストがそれを襲撃しようとしているっていうね。タレコミなんかとは違う。信頼できる情報だった。だからあんたたちはここに？ああ、それと個人的な理由。こいつの妹がビッグシェルにいるらしい。俺たちは誰の使いでもない。俺たちの意志で俺たちの戦いをしている。俺は誰のためにも戦っていない。これはミッションだ。あれ妹なんていたっけ？オタコン。あれ大丈夫ジャック。かろうじて。いいだ心臓がどうにかなってしまいそう。いいだ。悪気ちょはないんだ。っと忘れた。分かってる。私も強くならなくちゃね。プロローグで言ってた。俺が無事で帰れるように。大丈夫、帰れるわ。私がついてる。心強いよ本当。この状況ではね。ジャック、セーブしておくわね。自動セーブだって？何かありそうじゃん。そうだわ。エマ・エメリッヒ EE から話が来たから冒頭のやつもあったんだもんね。そうだったわ。なんでここにいるの？研究者みたい大になったのか。佐、メタルギアはもう起動してしまった。まだ間に合う。大統領を確保してコードの再確認を防げば核攻撃は阻止できる。大統領のもとへ急げ。シェル2の中央島だ。衛星からの映像では L 脚の向こうまで行けば中央島へ行けそうよ。 L 脚。今のところ中央島はまだ浮かんでいるようだ。その手すりを伝っていくしかない。途中でパイプに飛び移れ。外周脚で無事なのはあれ L 脚だけみたい。さっきの攻撃変ね。彼らもうここは必要ないみたい。大佐、聞いていたろ？スネークだった。あの男は。そうかもしれん。かもしれん。かもしれん。決して気を許すな。なぜ？なんで？彼らとの協力はシミュレーションには入っておらん。不確定要素だ。なんで何でも頭シミュレー固い。ションなんだな。実際に戦って血を流してるんだぞ。落ち着いて。そうだ。冷静になれ。もし彼らがスネークであったとしても君の任務には何ら変更はない。大佐、あんたは以前スネークと共に戦ったはず。そうだよ。わからない。シャドウモセスの真実によると大佐とスネークは。そんなゴシップ記事は意味がない。なんで？いいな。大佐だって買われたじゃん、あの戦い。オルガ、奴が、スネークが現れた。シェルワンだ。あの男は親父の敵。冷静になれ、オルガ。騙されとるよ。2年間この日を待っていたんだ。親父が眠る同じ海底に沈めてやる。待て、あれの軌道が先だ。オセロットはどこに？こちらにはい。男信用できない。何を言う。同志ではないか。奴は同志ではないわ。親親父を見父の敵だ。殺しにした男。敵だよ。オルガ、その話は後だ。これからあれの最終準備に入る。
分かったわ。私もそっちに戻る。シェルワンとの上部連絡通路は使えない。ヘリはカモフは使えない。L 脚から海面のオイルフェンスを通れ。うちの兵士たちにも撤退の連絡を。まだだ。まだ彼らの収容は最後にする。まだ侵入者が片付いていない。スネーもう一人のク。悪運は強いみたいね。俺のこと男。そうか。あの爆発でも生き延びたのか。いいかオルガ、コードの再確認まであと1時間。それまで大統領には生きていてもらわねばな。まだ1時間ある。大丈夫。中には誰も入1れない。時間以上経ってる気がする。さあ、高圧電流を起動して。わかった。高圧電流。高圧電流のスイッチを入れた。大統領が中からあの装置を破壊しない限り扉が開くことはない。破壊させるのか大統領に。素手では壊せないわ。わかった。早く戻ってこい。それといい？なんだ？全てが終わったら私たちは国に帰る。そのための資金半分もらうわ。もういいだろう。約束だからな。これからは自分たちのためにこの国に残りたいもの。面倒を見てくれるわよね。ああ、アンズルナ、ゴルコビッチ大佐の部隊は有能だからな。もうみんな自由になってもいい頃。ロシアの再建はいいのか？親父は死んだ。世の中も変わった。好きなようにしろ。最後にいい？もう一度言うわ。私たちを裏切らないこと。覚えておいて。お互い様だ。絶対裏切られるよ。なんかオルガはもういいみたいな感じで言ってなかったっけ？さっき2人で会話した時。使い捨てる感じじゃなかった？大統領が軟禁されている部屋に到着した。そこは大丈夫か？浸水はしていないが扉には近づけない。高圧電流が流されている。なるほど。上は歩くな。黒焦げになるぞ。やってみる？どうすればいい？シャドウモセス事件を思い出せ。あの事件の VR 訓練をな。うん。電源パネルを破壊する？そうだ。そうだ。しかし中には入れそうもない。自分でやる通気ダクトやつやん。があるだろう。ああ、ダクトの穴なら。リモコンミサイルを探すんだ。リモコンミサイルならダクトを通過することができる。それで室内の電リ源モコンミパネルを破壊する。サイルがダクト？そうだ。ただし大統領には当たるなよ。今当たったね。大統領のナノマシンが注入されているんだろう。周波数が分かれば呼びかけることもできるが。いや、こちらからも何度かコールしているが通じない。そこの壁は通信を妨害する素材でできているようだ。そうなんだ。なるほど。エイムズが反応を見失ったのはそのためか。だがノードに接続すれば彼の位置は確認できるはずだ。分かった。まずはリモコンミサイルをロー探せ。ドとリモコンミサイル探し。オッケー。これか？あ、違うわ。戻っちゃった。すごい。大統領が嘆いてる。ごめんね。ごめんね。何をするぞ。これかな？あ、やれたー。これか。どれだか分かんなかったんだな。びしょびしょになってるかもしれない。大統領だって裏切ってるみたいな感じなんだからさ、しゃあないよね。ジョンソン大統やはり来たか。やはり。領。なぜ俺を？その装備はスカルスーツ。まだ実戦には投入していない最新式のものだ。怪我は？変わったやつだな。これから殺す相手の体をなぜ気遣う？殺せないです。裏切り者を始末しに来たんだろう。裏切ってるんですか？何をするんです？何男か。何？ではお前は一体何者だ？ホックスハウンド。ホックスハウンド。セカラスタイモン。そうか。カンタッチ。そういうことか。なるほど。おい、女だったらどうしてんだお前。女だったら犯罪だぞ。男でも犯罪や。体内通信に切り替えよう。聞かれるとまずい。わかりました。急にキリッとしやがって。オルガだと思ったってこと？聞こえますか？おお。大統領、テロリストたちは各発射のコード入力を終了したと。そうだ。私が自分で入力した。中のそうやった。やはりあなたは奴らと。2時間前まではな。
今はバイタル ID の再確認が終わるまで生かされているだけの身だ。裏切られた。いや、私は継承を望み、彼らは破壊を欲した。なぜテロを？権力に加わるためだ。あなたが権力でしょ。私は外様だよ。私に実権はないのだ。本当の権力は愛国者たちのもとにある。愛国者たち？この国の真実だよ。知らないのは当然だ。彼らの存在を知っているのはコードワードクリアランスを持つ者の中でもごく少数に限られる。コードワードクリアランス。政治、軍事、経済、この国のあらゆる決定は彼らが下している。無論大統領の選定も含めて彼らこそ我が国を真に支配する者たちだ。そんな信じられないのも無理はない。だが事実なのだ。宇宙防衛の重視、所得税率の引き下げ、NMD の推進、私が行ったとされている全ての政策は彼らの指示によるものだ。宇宙防衛は議会から？それも愛国者たちの演出だよ。議会はただの演芸場だ。民主主義など教科書のページを埋めるためのお題目でしかない。それとも君は民意が社会に反映されるのを見たことでもあるのか？いや、全ては愛国者たちの利害と思惑に基づいている。それを見栄えのいい建前で取り繕ったショーのことを君たちは政治と呼んでいる。なんだってそんな目で見るな。精神鑑定なら受けているよ。いや、そういう意味では。ここまでしかないってことか、大統領も。愛国者たち、私にも彼らの正体はわからん。愛国者たち、おそらくは財界や政界、軍のトップの連合体だが、誰が愛国者たちなのかはわからない。知らない全てはやつらのカットアウトを通じて指令される。知らないやつらの指令私が知にらされているのは12人の老人たちによる最高意思決定機関老人賢人会議が全てを決めているということだけだ。賢人あなたやホワイトハウスは？彼らのお気に入りのポーン、ただそれだけだ。彼らに従ったおかげで単なる田舎議員の息子が合衆国大統領になることができた。無論それなりの代償は払わされたがな。代償？だがどこまで行ってもポーンはあくまでポーンに過ぎない。代償ってなんや？私にはそれが耐えられなかった。自分自身のものを残したかった。代償って？しかしそれすらも君にもいずれわかる。みんなそうやって後でわかるみたいな言い方する。教えてよ。私の望みは愛国者たちの一員となること、彼らの支配構造に加わることだった。使い捨てのポーンとしてではなく。無理だったんでしょそうね。れがテロを起こした理由？そうだ。新型メタルギアもあくまで取引材料として使うつもりだった。だったとは？私は見くびっていた。あ、ソリダスは本気で彼らに戦いを挑もうとしている。奴は世界を壊すつもりだ。どういうことです？君が信じようと信じまいと、世界の均衡を保っているのは愛国者たちなのだよ。この国に渦巻く利害を調整し、結果を分かりやすい物語にして大衆に提供する。その機能が停止すれば、いやその存在が公になっただけでどうなる？あれ？巨大な政治的真空が生まれる。その空位を貪欲な豚どもが見逃すはずがない。すぐさま共食いが始まる。明らかにされちゃいけないのか。世界中であらゆるタガが外れる。紛争、内戦、恐慌、誰も制御することはできない。彼らは戦ってはいけない相手なんだ。そうなの？世界を混乱させるのはあなたの本意ではないと。そうだ。私には破滅を望むことができなかっただが奴は言ったよ。それが私の限界だとな。ソリダスとは一体何者なんです？なんかさ、私の前任者悪いやつ。ジョージ・シアーズだが、それも単なるワークネームに過ぎる。あ、そうなんだ。奴のコードネームはソリダス・スネーク。ソリッド、リキッドに次ぐ3人目のスネーク。恐るべき子供たち計画の生き残り。本名じゃないんだね。固体でも液体でもない金星の取れた傑作。金星取れちゃってんの？愛国者たちは奴を選んだのだ。一番強い大統領としての。だが4年前、奴は独断であの事件を起こし、彼らの不評を買った。4年前、シャドウモセス事件。そうだ。怒られたんだ。当時ダーパの局長ドナルド・アンダーソンをはじめとする一部勢力がメタルギア・レックスと新型核弾頭の開発を進めていた。一だ。だがそれは愛国者たちの意に沿わぬものだったのだ。
そこでソリダスは独自の判断で腹心のオセロットを使いリキッドスネークをけしかけあの事件を起こさせた。奴はレックスと新型核弾頭のデータを手に入れることに成功した。しかしそれによってレックスとゲノム兵の存在が明るみに出てしまうという結果も招いてしまった。それが愛国者たちを怒らせた。あ、なるほどね。まああれは隠蔽したかっただろうからね。そしてソリダスは大統領の座をでやめさせられたの。だから前任になってたんだ。辞任ではなかったのですか？公にはな。そしてその後任のポーンに選ばれたのが私というわけだ。あなたの選挙戦は面白いショーだっただろう。大衆を満足させるためのイベントも多く盛り込んであった。結構なんかイベントチックだもんね。民主党も共和党も愛国者たちの意図に沿って踊っただけだ。全て彼らの筋書き通り。しかし予定外の出来事もあった。およ？ソリダスは辞任を病死するはずだった。暗殺か？そうだ。だが奴はオセロットの手を借り地下に潜伏した。そして愛国者たちの追撃をかわしながらデッドセルを手なずけゴルコビッチ大佐の部隊を懐柔し時を待った。時？愛国者たちと対等に渡り合う機会。新型メタルギアの完成だ。作ってたんだ裏で。愛国者たちが全勢力を傾けている最重要プロジェクトを奪えば彼らの急所を抑えることができる。違うか、作ってるやつを取るのか。それが彼らに対抗できる唯一の手段だった。あれが手に入り次第奴は戦争を始めるだろう。そうなる前に奴を止めねばならん。メタルギアもう起動してしまった。飛んでた。いやまだだ。飛んでたよ。君が見たのはメタルギアレイ。そうか、新型じゃない。2年前にオセロットが海兵隊から奪ったものだ。新型メタルギアではない。では新型メタルギアとは？ここだ。このビッグシェル全体が新型メタルギアなのだ。爆破しましたけど。君が見てきた上部構造は偽装だ。海洋除染施設の体裁を整えるためのな。本体は基底部から海底に建造されている。クソでかくない？連絡エレベーターはシェルワン中央島の B2 だ。さっき言ったアーセナルギア。それが新型メタルギアのコードネーム。アーセナル。核弾頭を含む数千以上のミサイル兵器を搭載し量産型メタルギアレイの群れに護衛される鉄壁の要塞。やばすぎ。レイもそんなにいるの？ですって。もともとメタルギアレイは海兵隊が世界中に拡散したメタルギアの亜種に対抗するために計画したものだ。だが愛国者たちはそれをアーセナル護衛用に再設計したのだ。対メタルギア兵器をメタルギア護衛用に。皮肉なもんだろう。だがそれだけではない。アーセナルギアは戦術ネットを通じて核兵器を含む合衆国4軍の全兵力を掌握することができる。まさにこの国の中枢となるべくして作られた存在なのだ。そんな馬鹿げた兵器を一体。兵器？それは違う。兵器じゃないの？アーセナルギアは単なる軍事力などではない。世界を保全するための手段。新しい支配の確立。愛国者たちがこの国の真実であり続けるための要なのだ。彼らは今支配を脅かされ焦っている。何からです？デジタルによる真実の反乱、世界の窒息といったところかな。ばらされること？それを逆にデジタルによってつなぎ止めるためのメソッド、それを具現化するためのシステムがアーセナルに搭載されている。それこそがアーセナルの本質なのだ。本質？ GW。 それはそう呼ばれている。愛国者たちの切り札 GW とアーセナルギアの完成はすなわち愛国者たちによる新しい支配の完成を意味する。それを奪えば彼らと対等な立場に立てるはずだった。対等な取引もな。取引？だが奴は。そう、ソリダスは取引ではなく闘争を望んだ。奴がやろうとしているウォール街上空への核攻撃も彼らの支配を断ち切り解放国を形成するためだ。奴はそれをアウターヘブンと呼んでいた。アウターヘブン？もう時間がない。アーセナルギア起動の鍵はブラックケースが兼ねていたが私が入力してしまった。やっちゃったね。時期に GW は外部と接続を開始しアーセナルギアの機関部も始動する。そうなる前に奴を止めろ。それが君の役割だ。役割？
動き出したあれを止められるのはエマ・エメリッヒしかいない。エマ・エメリッヒ？エマ・エメリッヒ。アーセナルギアのシステムプログラムマジかよ。中央島の B1 で監禁されているはず。この下は浸水しているのでは？いや、彼女はまだ生かされている。残っているプログラマーは彼女だけだ。いなかったオセロットが言っていた。 B1 の北西にあるロッカールームだ。急げ。ルーム？通信を託そう。そんなとこあった？もうメタルギア作ったのオタコン姉妹やん。これで奥まで進める。あ、これがなかったから入れなかったんか。これを彼女に渡せ。何です？ GW とアーセナルギアの制御機能を破壊するものだ。エマを連れてシェルワン中央島 B2 の電算室へ向かえ。彼女ならそこからこれを基幹システムに侵入させることができる。コンピューターウイルス？そうだ、特定の遺伝子を持ったものだけを死に至らしめるウイルス兵器、フォックスダイをモデルにしている。どうしてあなたがこんなものを？愛国者たちが保険用に作っていたものだ。オセロットも私の体は改めなかった。早く行け。それを使う以外にアーセナルを止める方法はない。さて、君に与えるべき情報は全て話した。あと一つなすべきことをなせば、それで私の役割は終わりだ。死ぬの？さあ、私を殺す。うわー、そうだーね。バイタル ID の最終チェックがもうすぐ始まる。今のうちだ。私が死ねば少なくとも核発射は不可能になる。こいつ決まってんな。さあ、引け。覚悟。それが君の役割だろう。引くんだ。違うよ。お前を助けに来たんだよ。あれ？フォックスダイ？喋りすぎだ、大統領。いや、今や元大統領。なぜだ？なぜ大統領？手元が狂ったとでも言っておこう。また会おう、運び屋。オセロットに殺された。オーナー、これでいい。これで自由意志が存在しないならば、服従と反逆の間に違いはない。私にできるのは自分の役割を終わらせることだけだ。自由に楽にさせてくれ。何を？エマを探せ。アーセナルを止めろ。大統領としての最後の命令だ。頼んだぞ。大統領ボーンでいることにもなんか嫌だったのかな。それで覚悟決まっちゃったんかな。疲れちゃったのかもしれない。もう嫌だってなってたのかもしれない。家族とかおらんのか、大統領。しかもなんで、オセロットは殺しちゃダメなんじゃない？大統領やっちゃっていいの？大統領が死んだ。ああ、残念なことだ。本当に思ってる？これからどうすれば？君の目的は大統領の救出とテロリストの武装解除だった。だが今からは大統領の最後の命令を果たすことが君の任務となる。ライデン、アーセナルギアを止めろ。このビッグシェル全体がメタルギアだという話を信じろと。私のセキュリティクリアランスでは確認することはできなかったが、大統領本人の言葉だ。間違いないだろう。彼自身がテロに加担していたとしても。だからこそ信憑性が高いとも言える。それに大統領は君に自分を殺すよう頼みすらした。核発射を無効にするために。彼が死んだおかげで核兵器の行使権限は副大統領に移った。これで奴らの核兵器はただの飾りに。大佐、俺が大統領を殺すべきだったとでも？そうではない。彼の言葉は信用していいのではないかと言いたいのだ。ジャック、私もそう思う。愛国者たちとかいう連中についての話も信じろと。それについては初耳だ。調査する。ライデン、時間がないぞ。エマを探し出すんだ。彼女はその中央島の B1 だろう。アーセナルが動き出す前に彼女を見つけ出すんだ。急いで、ジャック。大統領の死を無駄にする気か？了解。あ、スネーク？
ネークと話したかった。そっちはどうだ。スネーク、大統領が殺された。なんだって。すまない。そういう核反応して発射コードのほしいよね。再確認は済んでいたのか。いや、最終のバイタル ID チェックの前だった。ということは奴らは核を撃てなくなったわけだな。だがあの男オセロットは明らかにわざと大統領をす殺した。いません、つい。どういうことだ。わからない。大統領が死ねば核が撃てなくなることはいや奴らも知っていたはずだ。バイタル ID チェックを回避して核を撃つ方法がある。かもしあれない。るいは核以上の何かがあるということだろうな。アーセナルギアには。知っていたのか、アーセナルギアのこと。ああ、知ってたの？なぜ教えてくれなかった？聞かれなかったからな。確かに。ビッグシェルが偽装だということも。ああ、このビッグシェルは一応海洋除染施設の体裁を整えてはいる。だがエイムズや大統領の言った通り、それは偽装だった。海水除染は申し訳程度にしか行われていないし、破壊されても有毒化学物質など発生しないだろう。いつからそれを？確かめるには時間がかかった。調べがついたのはお前があの爆弾魔を処理した後くらい。じゃああんまり話すところなかったね。アーセナルギアがここで建造されているのは確かだ。おそらく2年前のあの時から仕組まれていたんだろう。全てがな。2年前、この場所で本当は何があったんだ？これが2年前俺が撮った写真だ。ニュースやウェブサイトで見たよ。有名な写真だ使われてる。スネーク、あんたがタンカーを沈めたという報道だった。撮った場所ちょっと違くない？そうだ、利用されたんだ。俺もオタコンも。新型メタルギアの写真を公にして政府を威圧する予定だった。 VR 訓練でタンカーミッションを経験したが、どこまで再現されているかは怪しいものだ。俺はメタルギア開発の証拠をつかむため偽装タンカーに潜入した。だが同時にゴルルコビッチの率いる部隊が船を襲撃し、これ最初のとこだね。制圧した。その部隊にオルガとオセロットも加わってたんだ。奴もな。奴？死んだはずの男だ。彼らの狙いもメタルギアレイだった。だけどオセロットはゴルルコビッチ大佐と海兵隊司令官スコット・ドルフを殺してレイを奪った。裏切り？奴らがどんな取引をしていたのかは知らん。だがあの時オセロットはこう言った。返してもらうとな。そしてオセロットは海兵隊ごとタンカーを沈めた。よく無事だったな。オタコンが小型艇を用意してくれていた。沈没するタンカーに巻き込まれないようにするのが大変だった。我ながら奇跡に近い。全ては僕たちをおびき寄せるための罠だったんだ。サイファーで撮影されたスネークの写真が大々的に公開されたんだ。僕たちは史上最大の環境汚染テロの犯人として指名手配された。奴らはメタルギアを破壊して回る俺たちの行動を封じようとしたんだ。なぜスネークなんだ？スネークはシャドウモセス事件の後、一種のヒーロー像となった。愛国者たちはそれが気に入らなかったに違いない。奴らのことは知ってたのか？ああ、ある程度はね。なるほど。こんなかっこいいシーンあったっけ？スネークは彼らが選択した英雄ではない。それで汚名を残そうとした。愛国者たちに敵対する者への見せしめって意味もあったんだろう。奴らの狙いは何だったんだ？あんたたちを罠にはめるため？いや、ことは簡単じゃない。ドルフ司令官が海兵隊で進めていたメタルギアレイ計画は当時から海軍で進められていたアーセナルギア計画に対抗するものだった。つまりメタルギアレイ計画自体が愛国者たちにとって邪魔なものだったんだ。だから奴らは偽装タンカーを襲いレイを奪った。アフターフォローも完璧だった。すぐに原油を満載した本物のタンカーをもう一隻持ってきて沈めてみせた。ここでアーセナルギアを建造するための偽装として。俺たちは利用された。まんまとはめられたんだ。ゴルルコビッチ大佐の娘のオルガも完全にはめられてるよね。全てはオセロットが仕組んだ。殺したのがスネークって言ってるしね。ソリダスがオセロットを使ってレイを。いや、彼は当時地下に潜っていた。では愛国者たちが。じゃあオセロットはなぜソリダスと共にいるんだ？今裏切ったよね。
どうなの、核を発射できなくして。いや、わからんな、このオセロットとソリダス。いずれわかるだろうさ。組んでんじゃねえのか。だが今はこれ以上考えている時間はなさそうだ。核が使えなくともアーセナルには莫大な量のミサイル兵器がある。そうだね。奴らがそれを手に入れたら。ライデン、エマのところへ急いでくれ。待ってくれ。そのエマ・エメリッヒというのがあんたたちが言っていた妹ね。そう、僕の妹だ。彼女はここで何を？わからない。彼女は確かにコンピューターの天才だ。でも専門はニューロ AI と複雑性理論を応用した超多変量情報解析で、兵器開発じゃないんだ。とにかくアーセナルを止めるには彼女の力を借りるしかない。ライデン、彼女を頼む。わかった。オッケー。まあでもエマちゃんを救うのは大事な気がする。で、ライデン、あそこ聞こえる？は北東。僕だよ。あ、そっちの状左だ況はどうだい？浸水がひどい。踏み上げた海水が流れ込んできている。そうか、やっぱり。間違えちゃった。いいのことだけど、どうしても言っておきたいことがある。心配するな。彼女は助ける。彼女、水が苦手なんだ。水が？死んどるやん。 6歳の時に家のプールで溺れたんだ。僕の親父と一緒に。泳げなかったのか？そうじゃない。泳ぎは得意だった。よく2人で泳ぎに行った。あの事故が起こるまではね、何が起きたって言うんだ。僕はあの時自分の部屋に行った。イーはずっと僕に助けを呼んでたらしい。お兄ちゃんが助けてくれる。お兄ちゃんが。切ないな。僕の部屋からはプールがよく見えたんだ。でも僕は気づかなかった。何してたんだ？こっちにしてもトラウマやん。僕は。エマは助かったんだ。ああ、幸いに。何してたん？親父は助からなかったけど。あんたはそのことで自分を責め家を出た。いや、そうじゃないが、彼女はそう思っているかもしれない。僕はイーを裏切ったんだ。それがトラウマになって泳げないと。あれから直接は会ってないけど、彼女たちがイギリスに帰ってしばらくしてから手紙が来たんだ。母親のジュリーから。あれ以来イーが泳ぐことがなくなった。水着を着ることもなくなったんだ。お母さん攻めてきてるやん。そのトラウマが生きているとするとまずいな。中央島の B1 はほとんど浸水している。なんとか彼女を勇気づけてやってくれ。こっちが勇気づけてほしい状況なんだが。カモフの修理にまだ時間がかかる。もうちょっと早くやってよ。悪いが手が離せない。エマのことは頼む。水中でのミッションは初めてなんだが、なんとかやってみる。今のうちにマップを頭に叩き込んでおくことだ。エマを連れて進むことになる。頼むよ。中央島は俺の方が詳しい。C4 解除で一通り回ったからな。何か聞きたいことがあれば無線連絡をくれ。わかった。すぐ入れるか。ここで一旦外に出れるんだ。なるほどね。もうさ、愛国者によってさ、ソリダスだって暗殺されようとしてたし、なんかそういうさ、都合の悪いものは暗殺するみたいな、そういう考え方の闇のやつらがやってていいのか。待って、お前なんだ？バンプか？やはり生きていた。バンプだー！さあ頑張ってる。あいにく地獄が満員で。じゃあ天国行きな。どっち行ってもいいから。やばい、だから電車に疲れたの。いやいやいや、なんかの憲法の使い手やん。水の上ずっと浮いてる。やはり人間の筋肉は雄弁だ。全てを前もって物語る。いつどちらに動くか、どこに銃口を向けるか。だが貴様の筋肉は変わっているな。そうなの？楽しめそうだ。待っていた甲斐があった。待たれてた。舌長っ。剣士ちょっと台形なんだ。三角じゃなくて。貴様が邪魔になってきた。待ってたのに？アーセナルを止めさせるわけにはいかない。小娘はこの先だ。もう用はないが、貴様をおびき寄せるために生かしておいた。イワンの言うこともたまには当たる。イワン。こいつと戦うの？エマは無事なんだな。あ、エマいる。先ほどまではな。かわいい。だが浸水が激しくなってきたようだ。
そろそろ溺れている頃かもしれん。メガネっ子だ。大統領を殺して核攻撃を防いだつもりだろうが、そうはいかない。俺はやってない。アーセナルにはまだ純粋水爆がある。純粋水爆？何それ。純粋なのかな。核爆発ではなく、レーザーや磁気を利用した断熱圧縮により重水素を核融合させるクリーンな核兵器。クリーンも何もあるか、核兵器に。現大統領が始めた極秘プロジェクトだ。ソリダスも知らない。実験段階の純粋水爆は通常の核兵器とは管理方法が違う。それはアーセナル起動とともに発射可能になる。核は撃てるんだよ。じゃあ大統領いらないんだ。オセロットは知ってるんだ。俺たちは信じるものを全て失った。半年前。残ったのは仲間殺し、民間人虐殺の汚名だけ。全て奴らの謀略だ。半年前になんか目覚めたとは言ってたね。世間のクズどもは奴らの用意した嘘に隷従し、俺たちには耳を貸そうともしなかった。俺たちの望みは奴らの完全な抹殺、そして奴らに手なずけられたこの欺瞞に満ちた世界の破壊、それだけだ。狂ってる。どうかな。俺たちだけがまともなのかもしれんぞ。愛国者も愛国者だなって思っちゃうんだけどな、これな。でも核撃とうとしてるのはまずいもんね。アーセナル起動最終確認が終了した。コインアーセナルに移動しろ。聞いた通りだ。アーセナルは動き出した。くそ。止める方法はあの小娘に貴様の持っているウイルスを使わせることだけだ。なぜそれを？残念だがその機会は与えられない。全部知ってるだろう。貴様はここで死ぬ。この下は海水ではない、生物反応層だ。吹き込まれ続ける酸素が浮力を奪う。一度落ちれば浮き上がることはできない。その上に浮いてるのにこいつは。あの領域だ。なるほど。さあ来い。操作が持ってかれるようになったから対抗してきた。ちょっと待って、ということは撃ちに行った方がいい。やったんじゃない？やったー最後小銃でチュッて撃って終わったわ。時止めジョジョじゃん。ザ・ワールドした。おバンプスレイヤーやったー。まさかニキード対策されるとは思わなかったよ。最後はチュッっていうね、ちょっとした銃でしたね。おお、あいつ死ぬの？本当に？スレイヤーって出たってことは死んだってこと？死なぬって言ってたよ、あいつ。ムービーの時無敵だったのにね。大佐、アーセナルギアの最終チェックが終わったらしい。あ、倒したっていう話もなし。助け出せ。彼女に大統領からもらったウイルスを入力させるんだ。はい。彼女を救出してシェルワン中央棟 B2 の電産室へ連れて行け。おお、スネークも。スネーク、聞こえたか？間に合わなかった。アーセナルが動き出す。ああ、聞こえた。人質の救出は後回しだ。俺はエマを助け出す。分かった。俺たちは電産室を確保する。やはりエマでなければウイルスを侵入させることはできないらしい。あんたの相棒でもダメなのか？できればやってる。ここのセキュリティはよくできてるよ。短時間じゃちょっと手が出せない。そういうことだ。エマを連れてきてくれ。分かった。安心してくれ。ちゃんと兄弟を対面させてみせるさ。オタクを任せて。どうした？いいとは長い間会ってないんだ。会いたくないとか言うなよ。だからすぐ会えるじゃないか。いや、僕には彼女に会う資格はないんだ。うじうじすんな。事情があるようだが時間がない。エマはその部屋の北にあるロッカールームだろう。ライデン、頼むぞ。分かった。ちゃんとけじめつけろ、オタコン。大人になりな。周りを開けられていく中の人の心情。確かに怖かったよね。ごめんね、かわいいエマちゃん。ちょっとめっちゃ童顔じゃん。かわいい。あ、似てるね、オタコンに。俺はライデン、助けに来た。助けに？嘘。今度はどこに連れて行くつもり？あ、そうだよね。何を言ってんだ。俺は君を助けに来たんだ。寝起きヤシの木。本当だ。よし、それじゃこうし日よう。本ヤシの木や。君にもナノマシンガンどうなんだ？
ええ、このプロジェクトに関わる者には全員。そんな、それじゃ可能だな。聞こえるか？体内通信。そうだ、俺の体内にもナノマシンが注入されている。あいつらとは違う。そういうことだ。で、私を助けるのが任務？そうだよ。俺はアーセナルを止めに来たんだ。協力してほしい。あれを止められるのは君しかいないと聞いた。誰からそんなことを？大統領。本当に？一緒にシェルワンに来てくれ。君のお兄さんが待ってる。お兄ちゃん？情報が大混雑してる。エマちゃんも。とにかくここを出よう。お兄ちゃん。いつ浸水するかわからない。何年も会ってないんでしょ、お兄ちゃん。行くよ。お、何？なんだこの音楽。何？え？あれ？あれ、もしかしてこれは運命の人的な？泳げないの？ローズと別れてエマちゃんとここに泳げないんじゃない？結ばれるってこと？エマ、君は泳げたんだ。どうしてそのこと？君のお兄さんに聞いた。本当にここに？あ、君を助けるために。嘘よ。あの男がそんなことするはずない。嘘じゃない。シェルワンで君が来るの。あの男、信じられない。あの男は私を捨てたの。私たち親子ね。それぐらいに思ってるってことか。父が死んだ一番辛い時にあいつは自分だけ。エマ、恨み事は後でいくらでも聞く。ここから離れよう。そうだよ。いや、水は嫌い。その水が来るだよ。来るんだよ。泳げない。連れてくから。泳げない。君は泳げるんだ。泳げる。大丈夫。君は泳げるんだ。水中が怖くて、あのブルーの世界が。じゃあ目つぶってよ。目を開けてられない。いいよ。吸い込まれそうになる。あるから。目を閉じて俺に捕まったの。私、奴らに何か撃たれたの。体が、足が自由に動かない。エマ、息を止めてるんだ。待ってっから。それだけでいい。まずはこの先の第二ろ過室まで行く。そこで一休みしよう。息を止めてればいいの？ああ、そうだ。できれば捕まってて。ほんの少しだ。本当に？嘘じゃない。俺が潜ってきたんだ。やっぱりダメ。息が持たないわ。エマ、こうしよどうした？俺の心臓に耳を当てておくんだ。心臓？ちょっとエッチだ。鼓動の数を数える。一つ、二つ。他のことは考えるな。100まで数えたら目を開けろ。向こう側についてる。苦しくなったら合図をくれ。抱きつくってくれ。そしたらできる限り急いで向こうまで行く。心音 ASMR を聞きながら行くってこと。あだけローズ大丈夫これ。しっかり捕まっておけ。でも後ろじゃ心臓の音聞こえへんよ。聞こえる？背中でも聞こえんの？聞こえんのかな？さあ行くぞ。目をつむってるだけね。さあ深呼吸して。1、2、3。なんだ？メガネ外しておく。そうやな。なくなっちゃうコンかもね。タクトとかにしないのか？目は悪くないから。え、そうなの？これ伊達メガネなの。あ、そう。今時の女の子らしくないな。違うわ。メガネが好きなの。昔好きな人がかけてて。お兄ちゃんもメガネで。初恋か何か？いえ、もっと大切な人。お兄ちゃんじゃない？私のお守り。そうか。違うの？さあ行くぞ。他にメガネいないぞ。あ、心臓の音大丈夫？そこだって聞こえないけど大丈夫？行くよー。できたよ。よかったよかった。あ、どやすん。こんなしとる暇ある？
描写。よく頑張ったな。ずっとあなたの鼓動を聞いていた。思い出したの、子供の頃のこと。歌コンやん。それは歌コンやん。子供の頃だった。お兄ちゃんの背中でよく眠ってた。背中に耳を当てていつもお兄ちゃんの鼓動を聞いてた。仲が良かったんだな。ええ、昔の話。私たち両親が再婚した時の連れ子なの。お互いにね。どこに行くにもお兄ちゃんと一緒だった。血繋がってねえのか。お兄ちゃんも友達がいなかったから私の面倒を。私もお兄ちゃんも家族の愛情に飢えてた。だから二人ともごっこ遊びをしてたの。ごっこ遊び？そう、家族ごっこ。お兄ちゃんが旦那さん、私が奥さん。でもあくまでもごっこ、現実逃避。子供だったから。わかる？俺に家族はいないが、なんとなくわかるよ。家族いないんだよね。何かあるよね、やっぱ過去にね。これじゃあ血繋がってないってことは。どうだ大佐、エマ・エミリヒを救出。なんとか溺死するのだけは免れた。よし、彼女をシェルワンまで連れて行くんだ。結婚できるじゃん。シェルワンへの上部連絡橋は破壊されてる。確かオルガが言っていたな。エル客下部のオイルフェンスを通ってと。ああ、覚えてる。エル客から下へ降りられるはずだ。エル客に向かえ。エマはどうする？薬物の影響らしいが、一人で歩くのは無理のようだ。彼女を引っ張っていくしかない。素手の状態でアクションボタンを押している間、手をつなぐ。手を離したい時はアクションボタンを離すんだ。マジ？手を離すとエマはその場に座り込む。彼女の手を引っ張ってエル客まで行くんだ。三角押したまま？彼女の手を引いてる間、武器は使えないぞ。わかった。ライデン、電算室に侵入した。どうだ？エマは無事だ。これからそっちへ向かう。お兄ちゃん。よかった。シェルワンには誰もいない。みんなアーセナルに乗り込んだようだ。いろいろやってみたけど、やっぱり僕じゃ手が出せない。いいでなきゃ。それじゃあエマに代わる。いいに？俺の体内通信を中継する。お兄ちゃんだよ。お兄ちゃんだよ。お兄ちゃん。いいかい？お兄ちゃん。いい。なぜメタルギアなんかに手を？僕たちの呪われた家系を知っているだろう。どうしてなんだ？やっぱり。どうしてだ？どうして同じ過ちを繰り返す？あなたに会ってあなたを苦しめたかったから。あなたは私を捨てた。違う、そうじゃない。二人ともやめるんだ。誰？エマ、俺はオタコンの友人だ。オタコン。オタコンって何？兄弟喧嘩なら後でしろ。兄弟喧嘩じゃないわ。一刻を争うんだ。ライデンとこっちに来てくれ。分かった、スネーク。エマを連れて行く。奴らほとんどアーセナルに乗り込んでいると思うが、気をつけろ。エマに怪我をさせるな。ライデン、頼む。分かった。任せてくれ。オッケー。エマでドクンドクン言うんだけど、コントローラー。もう一回行かなきゃね。エマ、濃いじゃん。お兄さんたちがシェルワンの電算室で待った。大統領からディスクを預かったんだ。かわいい。そのディスクにアーセナルギアの機能を侵食するコンピューターウイルスが入っているらしい。かわいい。これを君に。これ私が作ったものね。そうなの？どうして大統領が？大統領はどうしたの？死んだ。てんてんてん。大統領は死んだ。言うんだ。まあでも言わないとだよね。殺された。このウイルスを作ったのは本当に君なのか？ええ、ウイルスというよりワームクラスターだけど、 GW の大脳部分に侵入して神経接続を無意味化する指向性の自律行動プログラム。 GW が何だか知ってるのか？ええ、だって私が作ったんだもの。すげえ作るじゃん。驚いてるみたいだけど。天才やな。いや、なんか気分悪いな。いや、すまない。イチャイチャし始めた。愛国者たちという連中についても知ってる。知らされている範囲でだけど。
教えてくれないか、君の知っていること。いいけど、でも言葉にできない。ああ、そうだった。バニ的な、ああ、なるほどね。そういうことか。誰かが聞いてるかもしれないから。ええ、大丈夫。大統領は GW とアーセナルギアが愛国者たちの切り札だと言った。そうね、そう言えるかも。一体どういうものなんだ？世界規模の情報統制を行うための超大規模情報処理システム。情報処理システム？ええ、愛国者たちが支配を継続していくための社会装置。なんだそれは。現代ではあらゆるところから情報が生まれて流通する。高速通信網の整備とピアツーピア技術の発達でサーバに集約されていた情報が個人に分散されるようになって、その流れはますます加速してるの。彼らはそれに強い危機感を持ってるみたい。近いうちに支配する側が支配される側に取り込まれてしまうんじゃないか。なるほどね。情報が一番強いんだ。あなたがソリッドスネークの反メタルギア活動を知っているでしょ？ああ、少しは。それが一番の証拠。ソリッドスネークの名は愛国者たちにとって最も口外されてはいけないものなの。それは一例に過ぎない。政治家の醜聞、企業の不正。今までなら愛国者たちの力で隠されていた事実が簡単に暴かれてしまう。現行のシステムでは個人から発信される情報を抑えきることはできないの。だから新しいシステムでデジタル化された全ての情報統制を行う。高度な情報は段階を経てクリアランスがつけられ、一般公開から削除されていく。これが動き出せば数年で様々な情報は歴史から一斉に削除されることになる。情報統制やばくない？誰かが気づくはずだ。いいえ、人の記憶容量は極めて小さい。人の寿命も短い。いやいや、それにしても永遠に残るのはデジタル化されたものだけ。デジタルタトゥー劣化しないから。バカな。例えばアルファベットは26文字だと思われている。でも本来は30文字だったかもしれない。その削除された4文字をプログラムで統制しているとしたら、確かにわからない。いいえ、それはすでに行われつつある。じゃあ人の遺伝子数はいくつか知ってる？忘れちゃった。3万から4万個？ええ、今世紀の初めにそう発表された。でも本当はそれ以前の学説通りの10万個なの。本当に？残りの6万個が愛国者たちに情報統制されている。本当？嘘だ。それが嘘だとどうしてあなたにわかるの？遺伝子がどんなものかあなたは本当に知っているの？わかんない。研究機関なら。もちろん研究論文も全て情報改ざんされているわ。そしてそのうち自分が間違いであったと錯覚する。錯覚って怖っ。 GW は人の歴史を後世にどう残すか、それを愛国者たちが決めるためのシステム。つまり愛国者たちに都合の悪い情報を削除する大掛かりな検閲装置ということか？ええ、それを行う中枢システムの物理的実体がアーセナルの中にあるの。神みたいじゃん。 GW、 世界に一つしかない980兆ハメットの複雑さを持つ光ニューロ AI。 それが理由か？ニューロ AI と複雑性理論の専門家の君がメタルギア開発に関わっていたのは。それだけじゃないけどね。ま、きっと事情があるんだろうな。うん、わかるよ。そう。ではアーセナルギアは GW を守るために建造された？ええ、核兵器を含めた最高の武装を持ち、サイバーテロ対策も完璧。物理的にも論理的にも史上最強の要塞 GW の器だが、その AI だけで全てを制御できるとは思えないが。ええ、GW はあくまでもシステムの中枢。何を残すか、何を削除するかを判断するためのね。それを実行するサブシステムはすでに社会に埋め込まれている。どういうことだ？もうあるの？前世紀末にコンピューター業界を襲ったあの大騒ぎを覚えてない？ Y2K 問題か？なんだそれ？そう。まず政府が中心となって対策プログラムを全世界に提供配布した。インターネットを最大限に使ってね。合衆国政府はもとより世界各国の国家機関、主要施設全てにこの対策が施された。個人端末に関しても対応として配布された OS のアプリケーションに同じプログラムが混入されていた。2000年問題。その中に愛国者たちのプログラムが仕込まれていたろ？ええ、もちろんそれ以降に作られたものには初めからそのシステムが組み込んである。そんなバカな。どうしてそう言えるの？コンピューターがどうやって動作しているのかあなたは知ってるの？この通信がどういう原理なのかだって本当は分かってないでしょ？うん、よく分かってない。
誰も知らないけどそのシステムは実在する。そしてそれらはもうすぐ一斉に動き出す。ソリダスが核爆発でマンハッタン全ての電子回路を焼き切ろうとしているのはそのため？そうかもね。でもシステムはまだ完成しているわけじゃない。え？状況を判断するためのファクターが不足してるの。その複雑さを GW に学習させるために大規模な実験を近日中に行うって話は聞いていたんだけど、突然こんなことが起こって。エマ、これはテロだ。君が悪いんじゃない？そうね。とりあえず私が知っているのはこれくらい。エマちゃんはそうか。理解した上で作っちゃったってじゃあことだよね。電算室へ急ごうか。鳥は無事電算室にいた。お、あそこか、電算室って。あのうるさいとオウム。失礼ね。オウムよ。うるさいって言っちゃったよ。私の無二の親友。あ、そうだったの。唯一の話し合い。おやつあれなら無事だ。よかった。昔炭鉱夫はカナリアを連れてた。有毒ガスなどが発生したら分かるようにね。ここでもそれを？いえ、私は話し相手が欲しいから。さあ、そろそろ行こうか。友達が欲しかったんだね。わかるよ。こよのお友達はちいこよや。頑張ってみる。それと目は絶対開けるな。何かあるの？死体が浮いてる。言わなきゃいいのに。その後は暗闇だ。何も見えない。開けるなだけでいいじゃん。あんまりいいものがとか言っときゃいいのに。その頭に刺してる棒は？これ塗り箸。え？髪飾りと髪留め。欧州や南米じゃ有名なのに知らないの？知らない。君は物知りだな。可愛いだけじゃなんかかんざしみたいな。私は可愛いだけじゃない女。これ付き合うじゃん。さあ行くぞ。だからローズとギスギスしてたのか。なるほどね。なんか悪い気しないもんな。確かにしてみるか。何？ジャック。今背中に別の女の子背負ってるんだけど、今どんな気持ち？スティルマンの死体の横でしなくてもよかったかもしれない。たまたまね、ここになったのはたまたまだからね。ジャック、エマさんと仲がいいよね。ローズ。私、あなたの行動や会話を全部モニターしてるの。全部なんだ。あまりいい気はしないわ。そっか。誤解するな。俺はエマを勇気づけてるだけだ。そうなの？ジャック。ああ、彼女を電算室まで連れて行くのが任務だ。それだけ？ああ。嘘。ちょっとはいいと思ってる。なあ、エマは可愛い子だ。私より？ローズ、君は素敵だ。俺の気持ちに変わりはない。本当に？じゃあ思い出した？ 4月30日のこと。そう。君の誕生日。ブッブー、外れ。大外れ。出会った日とか言っとけ。意地悪だな。ごめんなさい。ちょっとした冗談。なんだかいいムードだったからちょっと焼けちゃったかな。まあ、焼きもしちゃ可愛いけどね。頑張って。これってさ、全部モニタリングしてるって言ってるけどさ、あれもなの？ナノマシンもなのか？くそ。うわ、レベル5だ。セキュリティレベル5。持ってんじゃない？カード5は持ってない。困った。なんだ、意外と弱いのね。はい。くれんの？どうして？少しは私を見直した？だってそうだよね。もっと早く言ってほしかった。ここで研究してたんだから。本当言うと持ってるの忘れてたの。かわいい。上目遣い。かわいい。キュート。入った。オッケー。ここか。2回打ちました。うるさい。1回も2回も同じようなもんでしょ。倒したかったんだよ、敵を。降りれる？高いところ苦手っていう？エマちゃんならいけるよね。これ誰だっけ？聞いていいか？あ、エマか。何？高いところは苦手か？あ、嫌い。水の中よりはマシだけど。どうしてそんな？やっぱ言ったね。これからはしごで下に降りる。どれくらい？ほんの少しだ。さっきもほんの少しって聞いたけど。40メートルくらいかな。長いね。
いけるか？ダメって言っても連れてくんでしょ。足の具合は？大丈夫。だいぶしびれが取れてきた。じゃあ自分で一人で歩けるわ。よし、俺の後についてくるんだ。まあ俺の後だったら、もし足を踏み外してももしかしたらキャッチできるかもしれないし、知れなくもないかもしれない。こんな見晴らしいいところ撃たれちゃうんじゃない？あ、よかった、ズボンで。何このシーン。なんかエモいじゃん。夕日が後ろにあるだけでちょっとエモさを感じるよね。絵になるわ。恐る恐るだけど。浴衣降りれて綺麗な夕日。これが思い出の1ページだね、エマ。再び太陽を拝めるよう頑張ろう。こっちのセリフの方が良かった。いい雰囲気じゃん。オーリュね。いっぱいオーリュ敵兵ね。にガンサイフ撃っとこ見つからずに進むのは無理だろうな。撃っとこ今のうち。人一人取るのが限界だ。エマ、体重は？いきなり失礼ね。君一人なら当たれそうだな。え、一人で行かせんの？こちらライデン、聞こえるか？ああ、どうした？エルキャク下部に到着した。今から海面を渡るところだ。エマは歩けそうか？彼女なら大丈夫だが、浮き橋はかなり脆そうだ。そういうことか。エマ一人しか渡れそうもない。オイルフェンスだからな。サイファーと見張りが数人いる。ライデン、PSG1 を持ってるだろう。はい。あ、そこから狙撃するんだ。持ってきててよかった。なるほど。ここは狙撃ポイントに最適だな。エマがいい客まで渡りきるのをサポートするんだ。俺もいい客まで行って援護する。それはありがたい。狙撃の腕に援護なんだ。大丈夫だ。このシチュエーション VR 訓練で経験済みだ。本当に？アドバンスドモードの PSG1 レベル4。また VR か。いいか、彼女を傷つけるんじゃないぞ。すでにアーセナルへの退避が始まっている。敵兵は最低限しか残されていないだろうが、気を抜くな。地形から考えて人数をカバーするためにクレイモアを仕掛けている可能性が高い。サーマルゴーグルでよく調べてみろ。わかった。今からいい客へ向かう。エヴァ、聞こえるか？ええ。俺がここから君の進路を切り開く。どうやって？狙撃だ。私に当たるんじゃ。俺を信じろ。私泳げない。さっき当たったもんね。海に落ちたら？もう泳げる。いや、さっきは泳げた。いや、落ちちゃダメでしょ。分かった。準備はいいか？よくなくても行ってもらう。お、さあ行くんだ。もう君ならきっとできる。気持ちが通じ合ってるじゃん。ローズとは全然通じ合ってないのに。あ、渡り始める？そんな勢いいいな。待って、フレイモアフーしてたスネーク。え、待って。やっぱ死んでなかった。あ、やばい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 。くそ。撃て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 。頭撃て頭撃て頭撃て。もう連れて帰るかもしれない。あ、スネークやれ。スネークやっちまえ。スネーク。自分でやるんだ。テーマが死ぬ。やったよし、ナイス。コヨがやった。コヨがやったやったよ、サシュ君。よかった、連れてかれなくって。あ、やばい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 。スネーク行ってあげて。スネーク、あ、え、なんで取れてる？やばいであんな狙い撃ちやってない。声やってない。声やってないよ。声がやったのはバンプ。押さえて。え、刺された。もう少しだったのに。生きて。
ライデン、エマが刺された。なんてこった。傷はどうなんだ。意識はしっかりしてるが出血がひどい。すぐそっちに運ぶ。まだ意識ある。ライデン、ディスクを持って早く来てくれ。時間がもうないかもしれん。分かった。そっか、エマにディスクも持たせればよかった。いつかやると思ってます。やってないよ。あいつが刺したのはこれじゃないでしょ、絶対に。頑張れ、行け、急げ、急げ。あ、ムービーで渡れる。急げ、急げ、急げ。レンション塗りたくろう、傷口に。スネーク、そっちの状況は？エマが GW の自己防衛機能を一時無効化してくれたらしい。やれた。あとはお前のディスク待ちだ。よかった。急いでくれ。エマの体力が持ちそうもない。出血がひどいのか？ああ、早く来るんだ。敵の心配はいらない。奴らアーセナルに乗り込んだようだ。もう誰も残っていないはず。分かった。よかった。あ、着いた。乗っただけで着いた。エマ大丈夫？大でしょ。よく精神持ってんな。意識あるのすごすぎるよ。え、待って、祈ってないよね。これ見とってる？エマは内臓をやられてる。出血もひどい。まだ大丈夫そうだ。お兄ちゃん。あ、会えた。ここにいるよ。ディスクは？下準備はエマが全部やってくれた。あとはディスクを入れるだけらしい。もう大丈夫なのか。これで AI にウイルスが侵入する。うまくいってるのか？エマを信じろ。交代エージェント。接続がディスコネクトされた。ウイルスは全部入ったの？いや、表示は 90% で止まってる。オタコン、エマを間違うわけがない。だがワームクラスターの一部が改ざんされていたのかも。対策されてた。エマの手を離れた後に愛国者たちが。ウイルスはちゃんと機能するのか？わからない。お兄ちゃん。エマちゃんと話せる？うまくいった？あ、行ったって言ってあげないと。心配するな。そうだね。そう。よかった。これでお兄ちゃんの家系に仲間入りしなくて済んだ。そうだな。呪われてないってことか。ウイルスが効かなかったらあれを破壊する。もしくはソリダスたちを倒すしかない。どうやって乗り込む？いくら俺でもあいつには潜入できない。中から手引きでもしてもらわん限りな。手引き？お兄ちゃん、私本当は。なんだ？会いたかった。エマー、正直になれたな。僕を恨んでるんじゃ。私お兄ちゃんを困らせるつもりなんか、苦しめるつもりなんかなかった。アーセナルに関わったのもお兄ちゃんの歩いた道をなぞって、お兄ちゃんに近づきたかったから。じゃあさっき嘘ついてたの？振り向いて欲しかったの。お兄ちゃんに強がってただけなの？一人の女として。いい、それはできない。そんなに正直に否定しないで。辛い。恋をしてたんだ。最後にお願い聞いてくれる？何？名前呼んでくれる？エマって。
私をエマって呼んで。いいじゃなくてね。妹としてじゃなかったんだ。恋してたんだ。いいじゃダメかい。オタコン、オタコン。エマ、聞こえないのか。呼べるんなら生きてるうちに呼んでやれよ、オタコン。なんで聞いた。引き返すな。エマって呼んであげてよ。違うんだ。僕が君の前から去った理由はあの事故じゃない。僕は君のお母さんと関係を持ってたんだ。誘惑された。そのままずるずると。親父の事故、あれは自殺なんだ。全て僕が悪いんだ。許してくれ。部屋で助けを求めてる時にやってたんやな、お前。母さんもろくでなしじゃないか。知らなくてよかった。エマがそんな言う必要なさすぎる。ドロッドロやん。しかもそのエマは恋をしてたわけでしょ、お兄ちゃんに。つら。お兄ちゃんって言葉を覚えてるんだ。お兄ちゃんの話してたってことじゃない？アーセナルギア出撃準備。うわ総員ビッグシェル上部からの退避を開始せよ。ここを切り離すつもりだ。どうなるんだ。沈む人質を何とかしないと。カモフの整備は済んでる。全員は乗れないぞ。乗れるだけ乗るしかない。彼女も連れてはいけない。これよりカウントダウンに入る。ビッグシェル上部に残っている者は直ちに退避エリアに入れ。連れていけないね。死んでる人を一人にできないね。僕だけが生かされる。スナイパーウルフ。なぜなんだウルフ。ぐちゃぐちゃじゃねえか。学校も。オタコン、人質を頼む。君たちは？俺たちは乗らない。俺たちはあれに乗る。ウイルスが発動しなかった場合、海に沈める。僕が代わりたいよ。お前にはお前の役目がある。分かってる。僕には荷が重すぎる。違う。人質を救えるのはお前だけだ。分かるな。あれを二人の力で破壊するのはおそらく無理だ。奴らを排除するしかない。エマ。エマー、残酷すぎる。この絵も見せるのかっこいいけど、犯人めちゃくちゃかっこいいけど、あ、
あいつオタコン、人質を頼むぞ。重量オーバーでも何でもいい。岸までたどり着けばいい。任してくれ。バディなんだ。繰り返す。ビッグシェル上部に残っているものは直ちに退避エリアに入れ。頼んだぞ。タコンにもオタコンの戦場があるんや。かっけー。つら。おやつ言うといてくれ。お願いや。会いたいよ。会いたいよ。え？涙は見せなかったんだな、オタコン。お前も僕と同じだ。ホームが覚えるぐらいずっと言ってたんだね。いつも一人だった。いつも孤独だったんだ。愛情に飢えてた。誰かに愛されたかった。いつもそれを思い描いてきた。それを待っていた。でも違うんだよ。人から愛されるのを待っていてはダメなんだ。僕たちでも人を愛せるんだ。僕は4年前、それがようやく分かった。幸せな家族を羨むんじゃなくて、幸せな家族を作ることができる。それが分かったんだ。僕は愛することを学んだ。エマ、君も人を愛せるんだ。愛せるけど、愛してたんだよ。大丈夫なのか、あいつ。奴は強い男だ。必ずやり遂げる。どうやってここを開ける？いいぞ。忍者、どうして？あれは発信してしまう。お前にはまだやってもらうことがある。今度こそしくじ。スネーク、どういうことだ？ライデン、悪いが眠ってもらう。はい。裏切ったな。裏切る？一度も仲間だとは言ってないぞ。はい。くそ。何？誰なの？お前は。さ、覚悟はいい？オラが？え？コスプレ野郎。オルガってことは？スネーク本物？スネークは本物？セナルが！どうした？待って、これは大丈夫なのか？ライデン、大丈夫なの？え？ローズ？聞こえてるわよね。これまでの潜入データをセーブする？セーブの話ばっかり。
聞こえてますけども、聞こえてますけど、こっちビリビリになってますけども。なんでそんなに業務的なんですか？エマじゃねえわ、ローズ。もう名前も間違える。てかさエマとさいい感じになると思ってたら、エマは思い人はさ、思い人はそっちだしさ、あれお兄ちゃんを重ねただけなんだろうな。オルガが捕まえたようです。ゲノム情報も調べましたが正体がつかめません。NSA、CIA、FBI、どこのデータベースにも存在しません。存在しない機関ならぬ存在しない男です。ライデン？なんで？だが私はこの男を知っている。また会えたなって言ってたよね。あったっけ？起こせ。あったっけって思ってたんだけど、あの時。誰？あ、ソリダスト。久しぶりだな、ジャック・ザ・リッパー。はい。この男をご存知で？私を覚えているよな。大きくなった。大量のインプラント。奴らに記憶もいじられたか。ジャック・ザ・リッパーって何？はや急にまた連打。連打タイム来た。触手がいておりますけども。こいつは私の息子。はい？何もかも私が教えてやったのだ。はい？ジャック、お前にまた会えるとは思わなかった。抜かれてる。なぜだ、なぜ俺の名を。ジャック・ザ・リッパー。思い出さないか？お前にその名を、そして殺しのすべてを教えてやったのは私だ。あら、家族なんていない。過去も隠したい。1980年代内戦、あの戦いで活躍したチャイルドソルジャーたちの中でもお前は一目置かれる存在だった。わずか10歳でスモールボーイユニットの小隊長になり、誰よりも殺した。人はお前を白い悪魔と呼んだ。切り裂きジャック、あるいはジャック・ザ・リッパーと。ジャック、私がお前の名付け親だ。怖いな。内戦終結後、救済センターを抜け出し、どこで何をしていたかと思えば、そうか、お前も奴らに飼われていたとはな。も面白い偶然ですな。奴らの手先ならば喋るだけの情報も与えられていないだろう。どうします？肩ガード。使い方を試してみよう。おお。デッドセルたちは好きにさせておけ。あ、リキとか自我を持ってる。またか。まさかあの男もここに。あれ、ソリッドがいること気づいてないの？ついてるよ。1時間後にアーセナルギアのお披露目を行う。通常兵器での攻撃を。予定通りな。GW の方は順調です。兵員の装備は？はい。これまでの武器装備を破棄。すべてアーセナルギア装備に。なんじゃそれは。強そう。ビッグボスに有利2つですね。そうか。この小僧にも少しは感謝しなくてはな。なんじゃあれ、何が入ってんじゃん。あ、オセロットガード。確かにこのシチュエーション懐かしい。ここはどこなんだ？その時はスネークだった。アーセナルギアの体内だ。アーセナルギア乗れたの？シャドウモセスの記憶の中でもある。記憶の中？もう用は済んだろ。取られた。これは返してもらった。
邪魔が入った。また後で話そう。なんでここにいるオルガとソリッドスネークが動かないで。そのままで。カメラで見られている。一体キア。体内通信に切り替える。もしかして裏切るために？ミスター X も忍者の。そう、私。強かった。君はロシア兵のリーダーじゃなかったのか？いいえ、それは表向きの役割。表向き？ええ、本当の役割はあなたのサポート。俺のサポート？誰の命令で？大佐か？いいえ、愛国者たち。なんだって？私は部隊のみんなを騙し裏切っている。そうなの？どういうことなんだ？子供が愛国者たちに囚われている。子供いるのか？2年前あのタンカーと一緒に父を失った後、行くところのない私たちはロシアとつながりのある非合法組織に拾われた。マフィア？そう呼んでもいい。だけどそこが愛国者たちの下部組織だと知ったのはずっと後のことだった。身重だった私は何も知らずに奴らの病院で子供を産んだ。目が覚めた時はもうあの子は奴らに奪われていた。今もこの国のどこかで暮らしている。会ったことは？2年前身ごもってた？月に一度ネットワーク経由で映像が送られてくる。私はまだあの子をこの手に抱いたことはない。そうか。そういう事情なら仕方ないさ。誰も君を責められない。そうかしら。スネークとは彼とは敵対していたんじゃ？彼らは父の敵じゃなかった。命の恩人だったのよ。うわ、理解できたんだ。話できたの？ 2年前沈没するタンカーから私たちを助けてくれたのは彼らだった。初めから組んでいたのか？いいえ、事実を知ったのはついさっき。え？ここで戦った時。スネークと戦った？いつ？ちょうどあなたが女の子と手をつないでいた頃ね。あ、そんな時に。あいつ。あそこで合流する前か、じゃあオタコンもいる前で戦ったってこと？手を組んだのは恩返しってわけか？いいえ、相互利益のための協力ってところね。利益？あなたをサポートすること、それが私に課せられた役割。ソリダスがアーセナルを手に入れればあなたの任務も失敗。私も役割を果たせなかったとみなされる。愛国者たちはあの子を殺すわ。だからあなたたちを助けることがあの子を助けることになる。愛国者たちもよう全ては子供のためか。だがなぜ愛国者たちが俺を助けようとする？ソリダスを倒すためか？いいえ、あなたも私と同じ骨の髄まで利用されている。何を言ってる？ S3 計画。いずれわかる。その辛さを克服できるかどうか。どういうことだ？時間がない。ソリダスは今にも攻撃を開始する。奴を止めなければ。ウイルスは？まだ効果は現れていない。やはり愛国者たちが手を加えていたようね。聞くのか？わからない。これを外してくれ。今はできない。私がここを出てから拘束を解除する。俺の装備は？スネークに預けた。ここでは渡せない。彼はどこに？この先に格納庫への通路がある。そこで待っているはず。格納庫へのカードキーも彼に渡してある。スネークはアーセナルギアを破壊するつもりなのか？いいえ、完全に破壊することはいくらスネークでも無理。そんなにすごいやつだからソリダスたちを倒すしかない。倒せるのか？私は戦略する。それが役割。まだ奴らに気づかれるわけにはいかない。レイがめっちゃいっぱいある。オルガ、こんなこといずれはバレる。いい、しばらくしたら解除するから覚悟して。見られた。まだか。仲間だったのか。いつか見えない。外れたかもしれねえ。外れた。ローズ？ジャック、大丈夫？裸だ。ああ、ジャック、ソリダスの話本当なの？本当だ。
信じられない。そんなことが。子供を徴兵したり戦闘グループに参加させたりすることは禁じられているはず。法律なんて戦場での歯止めにはならない。禁止されてるんだ。今現在も戦闘に参加している子供は30万人以上もいる。俺もそのうちの一人だった。これリアルなんだろうな。覚えてたの？記憶を操作されていたんじゃ。いや、毎晩うなされていた。過去の断片に。なぜ今まで言ってくれなかったの？君に理解できるはずがない。そんなの言ってくれなきゃわからないじゃない。君を苦しめたくなかった。俺には戦う理由などなかった。物心ついた頃から銃を握らされていた。あいつだ、あの男に。でもそれは罪じゃない。一日を戦えば褒められた。食事にありつけた。屋根のある寝床で安眠することができた。最初に AK を握らされた時はまだ6歳だった。いや、年齢も定かではない。ジャック。俺はスネークとは違う。戦いに疑問を感じたことなどなかった。目的があったわけでもない。出口のないトンネルをただ銃を突きつけられて歩くことを強いられていただけだ。銃を取らない奴はみんな殺された。あなたを責めるつもりはない。毎日ハリウッドのアクション映画を見せられた。マッチョな男が銃を持って戦う映画だ。イメージトレーニングと言ってな。俺たちは作られた。キリングマシンとして。日に一度の食事にはガンパウダーが混入されている。ガンパウダー？火薬のこと？そうだ。ガンパウダーには幻覚作用をもたらすトルエン成分が含まれている。麻薬いつか爆発するのかと思った。そんな。内戦が終わって生き残った俺たちは保護された。それからはこの国でさすがに衣食住に困ることはなかった。しかし今も何も変わってない。俺たちの過去を黙認してくれるのはやはり闇の世界しかなかった。毎晩うなされる。忘れることはできない。ジャック。知られたくなかったんだよね。夜が怖い。だから君の隣では眠れない。言ってほしかった。何を？これが根っからの殺し屋だったってことか。エゴだそれは。そうじゃないわ。この世で一番憎むべきもの。それは自分の過去で知られたくなかった。誰にも知られたくなかった。そうだよ。君に別れよローズ。だが俺がこのミッションに選ばれた理由がようやく分かって、あの男を倒した。あの男を倒すにはこの俺でなければならない。息子のこの日のために俺は奴らに生かされていたんだ。ソリダスに会って分かった。ジャック、信じて。私今のあなたが好き。私確かにあなたのこと何も知らなかった。どこで生まれてどう育ったか今日までね。でもこれからもっとあなたを好きになる。あなたの過去も受け止める。無理だ。他人が俺の過去を背負うことなんかできっこない。俺には恋人たちが語り合うような楽しい過去はない。みんなそうなのよ。楽しいことばかりじゃない。辛いことや悲しいことを共有するから。ジャック、信じて。ほんまか。俺は俺の過去を誰とも共有したくはない。ただ忘れたいんだ。ジャック、私もあなたに自分の過去を。ローズ、君と過ごした2年間は本当に楽しかった。ジャック。でもそこまでだ。それ以上は踏み込めない。君が俺のプロポーズを心待ちにしていたことは知ってる。それは。でも俺にはできない。俺には家族を作ることはできない。あの体験を白紙に戻すことはできない。ジャック、分かった。それ以上言わないで。生まれた。でもそれはちょっと無責任じゃないかジャック。最初っから大事なとこ隠してる。そうか、これもねナノマシンでいけるからいけるわけね。久しぶりじゃん大佐。ライデンいいか。大佐ブリブリしてるけど。お、続行しろ。装備がない。スネークを探さなければ。あの男はシミュレーション要素には入っていない。あの男に構うな。
裸ではどうしようもない。なんか今ここはかなり室温が低い。そうだな。その格好では攻撃もエルードもできない。装備はスネークが持っているらしい。ライデン、ソリダスたちを倒せ。あそこもエルードアーセナルを無傷で奪い返すんだ。大佐、あんたは愛国者たちの命令で。君の今回の役割。いや、任務は単独潜入してテロリストを武装解除し。また役割か。これは一種のロールプレイングなのだ。役割を果たせ。役割を演じきるのだ。大佐、思い出したんだ。なんだ。俺はあんたに直接会ったことがない。一度もな。任務をシミュレーション通りに完遂するんだ。大佐、あんたは誰なんだ。それ以上の詮索は無用だ。ローズマリーはこちらが預かっている。やっぱり人たちだ。それはどういう意味だ。いいな、ライデン。やっぱ偽物。ほらかかってきた。かっぽい。ライデン、今すぐにゲーム機の電源を切るんだ。なんて言った。任務は失敗に終わった。今すぐ電源を切れ。一体どうしたんだ。うろたえるな。これはゲームだ。いつものゲームなんだ。長時間プレイすると目が悪くなる。何を言ってるんだ。何。ライデン、聞いてくれ。先週の木曜のことだ。私は車で家に帰る途中だった。家まであと2マイルほどのところ、ふと目を上げると東の空にオレンジ色の光る物体が見えたんだ。とても不規則に動いていた。そして次の瞬間、辺り一面が強烈な光に包まれ、気がつくと私は家に着いていた。どう思う。どうって。分かった。もういい。何。どういうこと。何をごまかそうとしてるんだ。キャ取られたの。キャ取られたって話をしようとする。何。すげえ電話来る。鬼電来る。しかしずいぶん長い間ゲームしてるな。声おかしいって。ことはないの。あった。これ小槍がやりすぎだから。うるさい。何鬼電してくる。あいさんバグっ実はた。言うべきか言うまいか迷っていたことがあってな。どうしたんだよ。やはり言っておこうと思う。何。先週の土曜日の朝、ローズ君の部屋から男が出てくるのを見たんだ。はい。なんというか、とても親密な感じだった。何をしたいんだ。すまない。任務中にこんなことを。任務を止めたいんだな。その手には乗らん。いいよ、隠れてる。待って、これってロッカー。違った。やばい、あっちに人がいる。もう別れたから関係ないしね。こうやって見える？見えない。あそこ人いないか。どこに行ってほしいんだ。あ、ボックスだ。ボックス手に入れた。ナイス、ボックス手に入れたよ。ねえ。私の我慢にも限度がある。もう君には任せておけ。私が出撃する。君はもう帰る。どうしたん。出撃すんならじゃあ来いや。でローズ AI だったんじゃない。ジャック、私があなたにプロポーズしてほしかったっていうのは本当。嘘なんじゃない。ローズ、不安だったの。あなたは私を見ていない時があるみたいで、ちょっと目を離すとどこかに行ってしまいそうで、あなたを捕まえていたかった。一緒に暮らせば何かが変わるんじゃないか、変えられるんじゃないかって気がしてた。一応あれか、壊れてないか。でも問題はそんなことじゃなかった。もっと根本的な。すまない。やっぱり私には無理だった。別れよう。ごめんなさいジャック、愛してる。本当よ。それだけは信じて。待って、何があっても。ローズ、なんかじゃあね。なんか裏切りますみたいな。やっぱスパイだったんじゃないの。大丈夫。じゃあねって言ったからかかんないのかなと思ったらかかるやんけ。応援するんかい。どっちや。じゃあねなんだかじゃあねないんじゃない。あれ知らなかった。すげえかかってくる。あれローズだ。ジャック、私よ。どうした。ああ、ローズか。ジャック、私謝らなきゃいけないことが。じゃあねって言ったやん。さっきのことならすまなかった。違うの。なんだ。
2年前あなたに初めて会ったフェデラルホール、あれは偶然ではない。やっぱスパイだったんだ。私目がかってなあなたを監視するように。ほーら俺を監視？ほーらそう、愛国者たちに雇われああ、ほーらそうだった。そういうことになる。その言葉は嫌いだけどああ、聞こえてる？俺と体を重ねたのも任務だというの？あなたと恋に落ちたのは卑劣な。言い訳はできない。この2年間あなたの私生活をレポートしていた。あなたの行動、言動、細かなことまで。さぞ楽しかったろうな。でも報告してないこともあるわ。愛し合ったことっていうの？私の気持ち。今回も最初からそういうことだったんだ。俺がうかつだった。気持ちなんだ。君のようなアナリストを極秘ミッションに参加させるわけはない。悪いのは私。俺はどこまでも利用されたわけだ。私はあなたに気に入られようと必死だった。あなたの好きな髪型、服装、仕草、話題。任務だからでしょ。あなたが好きと言ってくれた私の髪も目の色も嘘なの。俺のデータを調べ尽くしたんだろ。それが任務だった。まんまと引っかかったわけだ。でも本当の自分を、本当の私をあなたに愛してもらいたかった。嘘だ。私にはそれが辛かった。それが悲しかった。私は疑似恋愛を強いられたの。いつの間にか好きになってたってこと？あなたを騙し続けることよりも自分を騙し続けることの方が辛かった。あなたが私を強く愛してくれればくれるほど、あなたが愛しているのはマニュアルに従った私。任務だからでしょ。つまり俺の方も疑似恋愛だったってことか。そうだよ。ゲームだったんだ。騙されたのこっちや。ジャック。それを聞いて少しは気が収まった。嘘の人格を愛していたんだ。いや、愛していたつもりになっていた。嘘の相手を愛することで嘘の自分を演じていた。俺は本当の君を知らない。俺が知ってるのは嘘の君だ。今話している君じゃない。それだけは分かった。だから俺は奴らに騙されたわけじゃない。ジャック、私演じていたつもり。それが任務だったから。騙されてはいるぞ。でもあなたを愛したのは全てが演技じゃない。俺を信じろというのか。いいさ、君にもいろいろ事情があったんだろ。それはわかる。でもこれでジャック。え？私お腹に私妊娠している。いや、どうしたローズ？ほらになった。いや、妊娠してるって言われたらちょっともじもじし始めちゃった。もじもじ。その格好でよく来れたな。あ、どっち？スネーク。待たせたな。あ、待ってたよー。有名なセリフだ。くしゃみした。俺の装備はそこにある。箱の中。待ってたー。よし、それでいい。切れた武器と装備品はお前が捕まった時のままだ。もじもじしないで済んだ。ん？あ、そうね。スネークになってる格好も悪かったな。アーセナルに潜入するためにお前を出しに使わせてもらった。おかげでうまくいった。オルガのことなぜ黙っていた？聞かなかっただろ。いつもそういう。気になんか。まあ過ぎたことだ。気にするな。ウイルスの効果はまだ出ていない。やはり愛国者たちの仕掛けが。らしいな。アーセナルはマンハッタンに向かっているようだ。ソリダスが何をする気かはわからんが、俺たちで何とかするしかない。この先に量産型レイが待ち構えている。何機？オルガが言うには25機。無理だよ。25機。俺もそれだけのメタルギアを相手にしたことはないが、いけるだろ。とても相手にはできない。いけないだろ。だがやるしかない。そう。どうやって？スティンガーミサイルを補給しておいた。そうだ、オルガからこれを預かった。いや、補給しといたからといってかっこいいよ。やっぱ鉢巻き巻いてくれてないとね。え？なぜこれを？刀？オルガからお前に渡すように頼まれた。いや、もらっても、あ、でも刃物は俺の趣味じゃないしな。切り裂きだからもうステルスしなくてよくなったんじゃねこれ。右スティックを上下に振れば上下に切り、
左右に動かせば水平に投げ払う。右スティックなんだ。一回転させれば回転切り。嘘やろ。押し込めば突きが出せるはずだ。押し込み。L1 ボタンを押している間、ブレードで防御ができる。すごい。10段くらいなら弾き返せるだろう。おお、やってたやつだ。オルガがやってたやつ。ちょっと試していいですか？ごめんってごめんって当たると思わないじゃん。おお、すごい。切り裂きジャックのすごい、もうめっちゃ血出てるんだけど、切り裂きジャックの本領発揮ってこと？行こう。どっち行くの？スネークどっち行くのこれ？スネークスネーク、これ四角押すと何なんのこれ？奥に行く？こっちか。行くなー。楽しそうだな。さあ行くぞ。いけるか？セーブしとけよ。弾薬が足らなくなったら俺のやる。ありがとう。あんたの弾は心配いらん。無限バンダナだ。これスネーク待ってくれ。1で手に入れたやつやん。どうした？無限バンダナ。無限バンダナ。人を殺すたびに喜びを感じたことはどういう意味だ？わからない。これが現実なのかゲームなのか。現実感の欠如、 VR 訓練の影響だ。いや、現実に訓練されたんだ、子供の頃に。スネーク、俺は嘘をついた。実戦の経験をしている。 VR の影響じゃない。ライデン、俺たちは人を傷つけるために銃を握っているわけじゃない。ましてやどこかの政治家のためでもない。あんたは伝説のヒーローだ。俺はジャック・ザ・リッパー、封印された歴史のお愛。伝説でも何でもない。俺も利用されただけだ。俺もお前と同じだ。あんたの行動は語り継がれる。正当化される。人殺しが正当化されることなどない。正当化される時代もない。俺たちは自分の功績を残そうとしているんじゃない。ならあんたやオタコンは何のために戦ってる？俺は未来のために銃を握っている。いいか、つまらん殺戮に手を貸すのはこれで終わりにしろ。俺はどうすればいいんだ？これは1を経てさ、変わったスネークの言葉ってことだよね。信じる者は自分で探せ。そして次の世代に伝えるんだ。あんたを信じるよ、スネーク。何？自分で考えろ。はい。行くぞ。かっこいい。あれ、刀でいかんの？フォックスの影響もあるし、オタコン無事だっオたか？タコンの影響もあるよね。人質もみんなね。それよかった。よかった君たちの方は大丈夫かい？今のところはただ元に戻ってるオタコンも大佐の様子がおかしいんだ。おかしい？ああ、一体どうしたの？壊れちゃった。妨害電波？わからない。大佐はどこから指令を？わからないんだ。俺は大佐に会ったことがない。調べてみるよ。頼む。オタコンなら他にも何かあったら無線連絡をくれ。サポートできると思う。周波数は 141.12 だ。オッケー。そっか、オタコン自身とはかけてなかったもんね、今まで。スネーク越しに話してただけで。お、見つかってますけど。ちょっとあ、いた。オッケー。働いてるよ。声だって切ってるよ。ライデン、大佐のことだけど分かったんだ。君の大佐がどこにいるのか。どこだ？そのアーセナルの中。いろいろな要素を検討したんだけど、中継ではなくアーセナル内部から発信されているとしか考えられない。それに暗号化コードが同じなんだ。 GW、 アーセナルの AI と。 GW？ つまり君が喋っていた相手は AI なんだよ。嘘だ。本当だ。正確には GW そのものじゃない。おそらく GW からの信号が君の脳内ナノマシンを動かし、もしかして脳の使用されていない上腸部分の神経配置を気質操作して大佐を発生させるっていう仕組み。だからウイルスが大佐は君の脳の中に存在する。脳の中？でも事実なんだ。
大佐の様子がおかしくなっているのは多分あのウイルスそうだよね。 GW に効き始めたせいだと思う。すべてちょっとだけ聞いたんだ。では俺が今までしてきたことは。ライデン、スネーク、どういうことなんだろう。わからん。俺に言えるのは、でもなんで俺の目の前にいるお前は幻じゃないということだけだ。お前は確かにここにいる。ありがとう。やめたければやめてもいい。いや、やめるわけにはいかない。行こう。イメージする大佐が作られてたってこと？そういうことだよね。でもさ、アーセナルにいるっていうことはさ、あ、また来た。ソリダスたち、ソリダス、いや、ローズ君が奴らに拉致された。なんだって？ローズ君は戦争に捕らえられている。なんで罠だぞ。ローズ、落ち着けライデン。ましかし奴らの罠だ。まともにやる大佐は存在しない。ローズを拉致できるはずもないだろう。そや。そうか。そうだ。そや。そうだ。そう。ローズも存在しない。何を言ってるんだ。彼女は。いや、ひょっとしたら俺は彼女と会ったことすらないのかもしれない。何よ。大佐が俺の脳の中にしか存在しない幻だったように、彼女との思い出も。もう有病だったって結論を急ぐんじゃない。大佐が存在しないという結論を出したのはあんたたちだぞ。ライデン。怒んな。オルガが言っていたのはこのことだった。ぽよちゃんはいるよ。ぽよちゃん存在するよ。あ、刀のやつ出てきた。なんで敵まで急に刀を持ち始めたんだろう。ヒデオ効果だった。 AI の罠だ。びっくりした。スネークが死んじゃったのかと思ったよ。声が下手すぎて。それでコンティニューになったのかと思った。にょっ、出たわね。死なないクイーン。ホーチュン、やっと会えたわね、ソリッドスネーク。不幸の元凶。何？2年前、お前が父を殺した時から私たちの不幸が始まった。大切なものが皆死んでいく。なのに私だけが死ねない。終わらない悪夢。私たちはそれを終わらせるためだけに生きてきた。でもようやくそれは果たされる。本当に核を撃つつもりか？誰も私を殺せない。だから私は私以外の全てを殺すだけ。まずはスネーク、お前からだ。殺してないよね。使命は俺のようだ。お前を先に。殺してないよ。殺したのオセロットだよ。2人で戦うの？あいつ不死身やで。おい、俺が楽にしてやる。他にできるのか。どうする？この女には弾が当たらないぞ。なんとかなる。この世に魔女などいない。お前なら私を殺せるとでも？お前らの不幸など俺には分からん。だがこれだけははっきりさせておく。お前の親父をやったのは俺じゃない。よう言った。そんなざれ言、誰が信じるか。信じて。オルガはちゃんと信じた。死なないよ。電子世界での戦い。ジャック、お前の戦い方を見せてもらったぞ。スネークと思い出したようだな、人の殺し方を。いや、それとも S3 計画の成果か？ S3 ってなんだ？ S3 って何なんだ？さっきから S3 って。GW から S3 のデータを発見したときは驚いたものだ。ソリッドスネーク。だが、よく考えれば悪くない計画とも言えるな。毒を持って毒を制す。スネークの兄弟である私を倒すための資格としては最適だ。3人目のスネーク計画ってことか。ソリッドスネークシミュレーション。史上最高の兵士ソリッドスネークを人為的に作り出す養成プログラム。徹底した VR 訓練によって作られた存在しないフォックスハウンドの隊員
ジャック、お前は奴らに作り直されたんだ。ソリッドスネークの模造品として。そうだったの？残念だよジャック。よりによって愛国者たちの道具に落ちるとは。だが私もお前を利用させてもらった。奴らの計画を逆手にとって。お前の侵入、ソリッドスネークの出現、我々の中に愛国者たちの手先が入り込んでいることは明白だ。あ、俺が。作戦が最終段階に入る前にそいつを駆り出さねばならなかった。そのためにお前を餌に使った。ジャック、あの内戦の国で過ごした日々は真実だったな。生か死か、毎日が絶対的な現実に満ちていた。そこから逃げ出したお前が今度は虚構に操られて戦場に戻ってくるとは。ソリッドスネークのクローンみたいなことってこと。いずれにせよつまらんごっこ遊びはこれで終わりだ。これ以上お前を泳がせておく意味もない。なんか来た。それなりの相手を用意してやる。え、おめえと戦うんじゃないの？ああ、最後はせめて私のジャックとして死んでくれ。お前のものではない。これはスネークの息子だと思って戦う。やばい、レイちゃん強そう。でもあれくれたって言ってたもんね。これでいけたんか。見た時はね、今かい。最後の最後で気づけたわ。慣れるとボーナスゲーム確かにね。足顔でいけたやん。あれやばいかも。それで終わりかジャック。まだ終わってない。全然終わりじゃない。今戦い方を見つけたところだ。いけジャック。オルガ？やっと来た。もうバレてもいいってことだね。やめろ。君の正体はもう。私が時間を稼ぐ。その間に逃げて。どうするつもりなんだ。オルガ死ぬつもりか。なんで？あなたの体内にあるナノマシンがあなたの生命反応を送信している。愛国者たちに向けて。あなたが死ぬと私の子供も死ぬようにプログラムされている。なんてこった。なるほど、それで舞台を私に売った。でもママが死んじゃったら。大勢死んだぞ。皆お前を信じきっている。あいつらはお前の仲間じゃなかったの。仲間じゃない、家族よ。私は地獄に落ち、でもあの子だけは。いい覚悟だ。ならば地獄に出てきた。あなた強いでしょ。どうにかできるでしょ。めちゃめちゃ強かったのに。リボルバー？え？生きて。え？待って。お願い。グルー。え？待って、今グルグルしてなかった？ソリッドソリダスだ。間違えた。ソリダス。お前オセロット。いい眺めだったろうジャック。さあ続きを始めよう。え？どういうこと？ん？レイがどうした？なんかおかしなった。どうなっている？ AI が GW が暴走しています。あ、何？ウイルスが。
き出したのか？ 90% だったやつがレイちゃん。お赤ちゃんの声みたいな声。神経回路全体に異常なインパルスが連鎖発生しています。制御できません。どういうことだ？もしやコンピューターウイルス。愛国者たちか？わかりません。オセロット、貴様今まで何をしていた？もう手遅れです。アーセナルの全制御システムに異常が。アーセナルが緊急浮上しています。でもオセロットと会話してるってことはオセロットではないか。真似しただけか。なんでグルグルしたんや。避けたまでよ。スーツ強化した。強っ。バンバンバンって倒せんので、フリューミサイル使ってあんなに苦戦したっていうのに、おお飛んでる。それが強え。かっけー。敵ながらあっぱれ。愛国者たちめ。ここでね、なんか眼帯してたっけ。やばい。お前にはまだ利用価値がある。スネークを捕まえたわ。あ、嘘。やっぱりスネークでも勝てないのか。あ、でももしかしたら罠かも。連れてこい。分かってくれたかも。お父さんを殺してないって。スネークが仕掛けた罠かも。キャー白目ー。やられてしまった。うわ、もうセーブも誰も話しかけてくれなくなっちゃった。セーブちょっと分けとこう。なんちゃってかもしれん。分かってくれたかな。さっきはたわごとを信じるかとか言ってたけど。ジャックよ、目覚めたか？はい。アーセナルの AI GW は破壊された。私はお前を見くびっていたようだ。やれたのか。代わりにお前に答えてもらうぞ、我が息子よ。一体何を聞くつもり？やるのってオセロットじゃなかった？知らないことは知ってるはず。聞くのはこいつにではない。でどういうこお前の知ったことではないな。と？よく言うわ。じゃあ私も好きなようにさせてもらう。アーセナルを奪う気か。私を出し抜くつもりだったのか。教えたのは誰？オセロ。少し違うな。私がオセロットを使ってお前たちにそうさせたんだ。アーセナルは最初からお前たちにくれてやるつもりだった。随分と気前がいいのね。そうでもない。アーセナルギアは決して無敵ではない。護衛の量産型メタルギアも多数のミサイル兵器も陸海空の支援があって初めて機能するものだ。何の補給もなく大部隊に包囲されればただの巨大な棺桶に過ぎ、アーセナルギアを奪うこと自体に意味はなかったのだよ。あなたの目的は一体何だったの？じゃあ何？愛国者たちのリストだ。奴らはこのアーセナルが守る GW でデジタル情報の統制を行おうとしていた。
それは削除すべき情報、つまり愛国者たちの正体が GW 内に存在するということを意味する。無論賢人会議をなす愛国者たち最高幹部12人の老人たちのリストもな。それを手に入れて名簿順に消していくつもりだったってこと。アーセナルを手にした私たちが彼らの目を引きつけてる間に。なるほど。そういうことだ。今教えちゃう。利用してたのね。お互い様だろう。でも GW が破壊された以上、あなたの計画も無効になったということじゃない。名簿も消えた？いや、まだ手はある。そう。では私たちは私たちの方法を取らせてもらう。アーセナルはお言葉に甘えてもらっておくわ。純粋水爆の準備はもうできてる。核攻撃で奴らは倒せんぞ。まず壊すべきは奴らの苗床。奴らになびく愚かな大衆。奴らはその後。そうか。それがお前たちの望みだったな。ダメだよ。止めはせん。民衆をやっちゃダメだよ。幸運を祈ろう。間に合ってるわ。コーチュン名前だもんな。ダメだよ。それが望みなの本当に。何かおかしい？茶番はおかしいものだろう。もう少し見ていたかったが時間がなくなってきた。茶番？そろそろ終わりにしようか。何を言っている？お前たちがここでやってきたことは全て我々が計画した演習だったのだ。我々？ S3 計画はソリッドスネークに匹敵する兵士を量産するための計画、そう教えてやったな。違うのか？その養成過程はそこの小僧が受けてきた VR 訓練のことではない。ソリダス、お前が自分の意思で起こしたと思っているこのテロこそがそのための演習だったのだ。シャドウモセスを再現するためのな。何？なんだって？エイムズと大統領の死、忍者の出現、そしてフォックス大を模したコンピューターウイルス。確かに重なるところがいっぱいあった。これらが全て偶然だと本当に思っていたのか。エイムズの死は奴のペースメーカーをナノマシンで遠隔操作した。それは確か忍者の登場も私の指示によるものだ。オルガ。これが演習だと気づいたジョンソン大統領は自分の役割を忠実に演じてくれたな。あのコンピュータウイルスはフォックス剤の再現だが、それだけではない。演習で死んじゃダメだろ。 GW から愛国者たちの情報を削除するように手を加えてあった。ソリダス、お前の目論みはとうにくじかれていたのだ。もう手に入らない。だからロールっていうゲームみたいなバットマンは違言い方したのか。う。奴はこちら側の人間。スティルマンと対決の機会を与えるという条件で雇った試験官だ。試験官？小僧の仕上がりを確かめ、本演習に進めるかどうかを判断するためのな。そんなんで死んだんか。奴がビッグシェルを爆破すればその時点で演習は終了。そういうことだった。だから前座みたいな失敗は許されないのでな。感じだったんだ。どういうことだ？ある状況であるストーリーを背負わせる。そうすることで誰でもスネークになれる。新兵でも老兵の戦果を上げることができる。即席で最強の兵士。その連成プログラムを作るためのデータ収集が目的だった。お前もデッドセルもオルガもシミュレーションを行うためのポーンとして配置されたに過ぎん。ソリダス、お前とその小僧が選ばれたのはお前たちの関係がスネークとビッグボスに酷似していたからだ。オーチュ、お前たちがシャドウモセスでスネークと戦ったフォックスハウンドの役だ。フォックスハウンドに匹敵する異能集団はデッドセルを置いて他になかったからな。お
前たちと小僧を戦わせるためにありもしない純粋水爆の話をでっち上げた。ないの？いや、それだけではない。2年前ここでお前の親父ごとタンカーを沈めた時から計画は始まっていた。お前の夫の投獄もその一部だ。半年前のデッドセルの壊滅解散、それを仕組んだのが愛国者たちのように見せて憎悪を煽った。お前たちは我々の思惑通り復讐に走ってくれた。愛国者でもないのかオセロット。すべて計画だがソリッドスネーク本人の登場だけは誤算だった。一体誰がお前を呼んだのか。私たちの不幸が奴らの策。運命じゃない。あ、え、当たるの？なぜ？お前は幸運を呼ぶ女などではない。どこにでもいる平凡な女だ。セロットが避けるようにしてただけってこと？お前に弾が当たらないのは魔術でも気功でも、ましてや超能力でもない。すべては愛国者たちによる演出。演出？愛国者たちが開発した電磁波兵器のおかげなのだ。何の取り柄もないお前を戦場へ引き入れ、お前の親父と夫を慕うデッドセルのメンバーを操るためだった。オルガを利用したのと同じだよ。そんな。お前は愛国者たちが用意したシナリオに沿って悲劇のヒロインを演じていただけ。踊らされてた。自分を不幸と思い込み、周りを呪って自分自身に酔っていただけだ。いつでも死ねたのね、私。ってことはあそこで心臓を外したか。撃ってたら死んでたってこと？おお、弾が、恥ずかしいしどうすればいいかわからないし、思い出した。かわいそすぎる。心臓が右だったな。そうなのか。無駄だ。お前の恩は尽きた。これがその仕掛けだ。今のテクノロジーを使えば奇跡も幻想も作り出せる。これ今その仕組みをオセロットが持ってるってことか。やばー、それくれ。それ無限バンナナより強い。さてデータは十分に集まった。ちょっと覗いてる。あとはこのアーセナルを回収し、編集過程で出たゴミを始末するだけだ。できるものか。二刀流？そんなんで、あー、飛べるから。おお、やはりお父さんってことか。かっけえ。ジャックの父であるってことやな。ならばこれではどうだ。まずい。あ、フォーチュン。
そこをどけ。言っただろう、お前の幸運は尽きた。世話になった霊だ。霊の前段を死ねえ。もう中どうにかするっていうのか。すごいやばすぎる。汚ねえ花火すぎる。当たってない。もう中何をしてる。バカな。まさかあんなに正確に当たってくる霊の爆弾がなんで。奇跡だ。幸運の女神。私はヘレナ・ドルフ・ジャクソン、誇り高き軍人の娘。やっと家族の元に行け。本当の奇跡を起こしたってこと。かっこいいよ。くっそヘレナ・ジャクソン。よし、それではこれはどうだ。もう全弾出しちゃったもんね。もうたまないよね。何すんの。それやろう。どうしたどうしたと。あ、右手がまたか。リキッド。オセロットを恨んでるとか。やらせねえよってこと。兄弟たちよ。あ、リキッド。リキッドは俺はずっとこの機会を待っていた。自分の手で殺したいから。まさかおめえにはやらせねえよってことか。オセロット。俺はこいつの右腕の中で覚醒の時を待っていた。覚醒した。オセロットに潜伏していた。愛国者たちのスパイの腕の中でな。あの時もかい。そうだ、俺がこいつを支配していた。やっぱ愛国者たちなのオセロットは。さっき第三者みたいな言い方してたけど。スネーク、貴様の相棒にアーセナルの情報を教え、ここに呼んだのは俺なんだよ。何？俺を解放できるのは貴様だけだからな。オセロットが知らないところでリキッドが呼んでたんだ。俺はこれから愛国者たちを葬りに行く。わかるのか、奴らの居場所が。俺がオセロットの腕に寄生したのはそれが理由だ。その前に貴様ら兄弟を片付ける。蛇は一匹でいい。ビッグボスは一人で十分だ。この子マジでそればっかり。リキッドちゃん無駄な。それはやめよう。兄弟仲良くしよう。うわー、それつけてやがる。チートアイテムつけながらそんなことやんじゃないよ。お別れだ。あ、取んなきゃ外して引き締まってるお尻。少しの間、サーフィンでも楽しんでくれ。よう切った。リキッド、暴走を止めろ。来るか、スネーク。楽しそうだなリキッド。兄弟喧嘩したいだけのやつ。お前のおかげで救われたわ。スネーク飛び込んじゃった。どこに行くっていうんだい。
ってるリキッドを追って生身で飛び込んだソリッド。もしかしてアーセナルギア出てきた？これでけえの？これアーセナルギアじゃない？音楽かっけー。アーセナルギアのテーマ？でかい。おお、震える震える。ただん。親子やん。和解できるか親子。ソリダスとジャック。フェデラルホール何がおかしい？今日は何日だ？4月29日。4月30日。あれ、あ、日が明けた。そう200年前の今日、ジョージ・ワシントンが合衆国初代大統領に就任した。まさにここでな。本来ならここで新たな国家の独立を宣言するはずだった。愛国者たちを葬り、奴らの庇護を断ち切ってこの国を解放し、自由の鐘を鳴らすはずだったのだ。それを言ってたのか、ローズはずっと。俺たちのデート記念日とかじゃなかったんか。そうまでして権力が欲しいか？ジャック、私が欲しいのは権力ではない。私が奴らから取り返したかったのは自由、権利、機会。そう、この国が誕生した当時の基本概念。しかし今それら全てがデジタル上で剥奪されようとしている。そうなんです。そのジャック、その気持ちはわかる。人の寿命には限界がある。誰にでも寿命はある。いつかは死ぬ。寿命とは何だ？最適の遺伝子を後世に伝えるための猶予期間だ。なるほどね。親から子へと生命の情報が流れていく。それが命だ。しかし我々はこの世に何も残してはいない。親父の体細胞から作られた我々兄弟、恐るべき子供たちはあらかじめ子をなす能力を取り上げられて生み出された。そうなの？命のバトンを渡せない我々は何を残せばいいのか？我々が生きたという事実、それこそが生きた証。命のバトンを渡す際、親は子に伝える DNA 情報にはないさまざまな情報。私は人の記憶に、この国の歴史に記憶されたいだけだ。愛国者たちはデジタル情報を統制することで己の支配と権益を守ろうとしている。私は私の記憶、私の存在を残したい。歴史のイントロンにはなりたくない。いつまでも記憶の中のエクソンでありたい。それが私の子をなすということだ。愛国者たちはそれさえも我々から奪おうとしている。私は愛国者たちを倒して自由になる。まさしくサンズ・オブ・リバティになるのだ。自由の息子たち。誰じゃーい。いやいや、壊れちゃった大佐から連絡来たんですけど。ライデン、聞こえるか？我々だ。なぜだ？ AI が崩壊したはず。もしかして GW はな。お前たちは一体。そもそも我々は正確には人ではない。愛国者たち。この200年の間に様々な念がホワイトハウスという重力場で生み落とされた。40億年前、地球の海中で突然生命が生まれたように、
ホワイトハウスの中で芽生え進化してきた。我々に実体はない。我々は君たちが頼る秩序や規範そのものなのだ。誰も我々を抹殺することはできない。この国が消滅しない限り我々は存在し続ける。ふざけるな。お前たちが不滅ならなぜ支配を続けるために個人の自由を奪いデジタル情報を検出する。ジャックってほんとバカね。いいか、我々の計画は我々のためにあるのではない。君たちのためにあるのだよ。守ってるってことでしょ。ジャック、耳をかっぽじってよく聞きなさい。今世紀初頭にヒトゲノム情報の読み取りが完了した。その結果、地球生命の48億年にわたる我々人類の進化過程が明らかになった。遺伝子操作をはじめとして生命のデジタル化に成功したのよ。しかし一方で遺伝子上に載っていないものがある。遺伝情報に載っていないもの？そう、人の記憶や思想、文化や歴史だ。遺伝子には人類の歴史は刻まれてない。果たしてそれは伝えるべきなのか。これまで同様自然界で淘汰されるべきなのか。私たちの先祖はそれらを語り伝えてきた。言葉や絵、文字を使って石板や書物に記録しながら。しかし全ての情報が後世に伝えられてきたわけではない。選択され加工されて継承されてきたのだ。まるで遺伝子のように。それが人の歴史よ、ジャック。しかし現代のデジタル社会では日々のあらゆる情報が蓄積され、些細な情報がそのままの形で保存されている。永久に劣化することはない。誰が言ったかもわからないゴミのような噂、間違った解釈、他人の中傷。あらゆる情報がろ過されず保存されて後世に伝えられる。それは進化を止める。ライダー、君は我々が行おうとしていることを単なる検閲だと思っていないか。違うとでも言うのか？もちろん。私たちがしようとしてるのはコンテンツの制御ではなくコンテクストの生成。コンテクストの生成？世界のデジタル化は人の弱さを助長し、それぞれだけに都合のいい真実の生成を加速している。ちょっと納得する。社会に満ちる真実の山を見てみるがいい。高価な兵器が人道的に人を殺し、犯罪者の人権は被害者のプライバシーより丁重に扱われる。希少動物保護の寄付金が集まる傍らで貧困に苦しむ人たちがいる。誰もがこう言われて育つわ。他人には優しくしよう。でも競争相手は叩きのめせ。お前は特別だ。信じていれば夢は叶う。だけど成功できる人間が一部だけなのは初めから明らかよね。君たちが自由を行使したこれが結果だ。争いを避け傷つかないようにお互いをかばい合うための詭弁、政治的正しさや価値相対化というきれいごとの名のもとにそれぞれの真実がただ蓄積されていく。衝突を恐れてそれぞれのコミュニティに引きこもり、ぬるま湯の中で適当に甘やかし合いながら好みの真実を垂れ流す。噛み合わないのにぶつからない真実の数々。誰も否定されないがゆえに誰も正しくない。ここでは淘汰も起こらない。世界は真実で飽和する。それが世界を終わらせるのだ。緩やかに。私たちはそれを食い止めてあげようっていうの。我々には支配者としての責任があるからな。遺伝子と同じく必要のない情報記憶は淘汰されてこそ種の進化を促進するのだ。何が必要かお前たちが決めるっていうのか。その通りだ。君たちが切り出すクソの山から我々が価値のある真実を選び取り残すべき意味を紡いで。それがコンテクストの生成。次の世代に伝えるものは自分で決める。それは君自身の言葉か？スネークさんが言ったことじゃないの？それが君の無能を表している。君に選択の自由を行使する資格はない。違う、俺は自分で。自分なんてものがあなたにあるの？君が思っている自分なぞせいぜい身を守るための言い訳に過ぎんのではないか。世間にあふれてる出来合いの真実の中からその時々に気持ちよく思えることを継ぎはぎしただけ。あるいはもっともらしい権威のもとに身を寄せて手に入れたつもりになっている借り物か。その選択は自分がしてる。誰かにそう言ってもらいたいのか？よかろう、言ってやれ。あなたは立派よジャック。自分を確立してるもの。くせー。どうした？迷ったのか？では自分探しでもしてみるか？何も見つからないと思うけど。見つかる。だがそうやって自分で作った自分にもかかわらず何か都合が悪いことが起きるとそれを他の何かのせいにする。俺のせいじゃない。
君のせいじゃない。そしてまた別の口当たりのいい真実を探してそこに癒しを求める。そういう人だけじゃない。今まで利用してた真実をあっさり使い捨ててね。そんな君に真実が選べるのか。その自由を使う資格があるの？君は自由を食いつぶしている。あなたは自由に値しない。世界を失速させようとしているのは我々ではない、君たちなのだよ。本来個は弱いけど無力じゃない。むしろ世界を壊すほどに危険な存在なの。そしてデジタルのテクノロジーがさらに個を強くした。それは今の君たちには過ぎた力だ。何を残すかは何をしたいか、そのために何をするかということ。あなたたちがする全てのことを私たちが代わりに考えて。それを自分で考えるから。君たちの保護者だからな。保護者なんていらない。人の思いと行動を管理しようというのか。そうだ、現代ではどんなものでも数値化できる。それを実証するための演習だった。だってジャックは作られた私を愛していたのよ。そうでしょ。オセロットに全てを教えていたわけではない。この国を支配する私たちにとってどんなに優秀でも一人の兵士なんて問題にはならない。 S3 計画とはソリッドスネークシミュレーションの略ではないのだ。やはり違正しったのか。くはセレクション・フォー・ソサイタル・サニティ。社会の思想的なんちゃ人らの間の意志をコントロールするシステム。それが S3 と呼ばれるものだ。も S3 の成果はスネークに似た兵士である君自身ではない。その状況を作り出すためのメソッド。さっきの。それを扱うプロトコル。つまり S3 とは私たちなの。あなたじゃなく。君が経験したのはその有効性を実証するための最終試験だった。そんなバカな。ジョンソン大統領が言っていただろう。 GW とアーセナルの完成はすなわち新しい支配の完成を意味する。この演習の目的はそのメソッドの確立だ。我々は演習のモデルにシャドウモセスを採用した。ひょっとしたらあなたにはファンタジーの方が良かったかしら。だから似てたんだ。あの事件を選んだ理由はそれが一つの極限状態だったからだ。S3 の限界性能試験、これを発生、制御、収束できれば他のいかなる事象へも応用が可能だ。そしてそれは実証された。ライデン、君を選んだのにも理由がある。ソリダスの育てたチャイルドソルジャーなら他にもいる。だが我々はあえて君を選んだ。なぜだかわかるか？君だけが自分の過去から目をそらしていたからだ。他の者は皆それぞれ自分の過去に苦しんでいるという。そう、あなたは見たくないもの全てに背を向けていた。自分のためだけに自分の見たいものだけを見てしたいことだけをしていた。そのあたりはローズ君が詳しいな。あなたは本当の私を見ようとしなかった。確かに私は嘘をついていたわ。でも本当は気づいてほしかった。だけどあなたは理解のあるふりをして物分かりがいい風を装って自分から私に踏み込もうとしてはくれなかった。私に踏み込むのは私に追い詰められてやむを得ずそうする時だけ。それは君を傷つけたくなかったから？嘘。あなたは自分が傷つきたくなかったのよ。優しさをアリバイにして逃げてただけ。あなたはいつも自分を守ることしか頭になかった。それはそうかもしれない。私のためとか言ってみても本当に何かをしてくれるわけじゃない。結局全部自分のため。私のことなんか考えもしない。 AI のくせにそういうことだ。つまり君は我々が保護すべき大衆のモデルケースとしてうってつけだったのだよ。だから君を選んだ。事実、これまで君は我々の提供するフィクションを進んで受け入れ、指示を請い、言われた通りに動いてくれた。演習は成功だ。私言ったでしょ、 GW はまだ未完成だったって。それもこれで完成。全部あなたのおかげ。ありがとう。君自身も君の経験も君の喜怒哀楽もただの副産物だ。それを作り出し制御しうることを確かめるのが目的だった。金と時間はかかったが
この成功に比べれば極めて些細なものだ。さあ、話は終わりだ。そろそろ最後の演習を行ってもらおう。最後の演習。ライデン、ソリダスを倒せ。もう貴様らの言いなりにはならない。それはどうかな。思い出せ。あなたが死ぬと私の子供も死ぬようにプログラムされている。ナノマシンから発信されているバイタルサインが途絶えることはオルガの子供が死ぬことを意味する。本当なのか。それだけではないぞ。君の大事なローズ君にも同じ仕掛けがしてある。ローズは実在するのか。もちろんよ、ジャック、信じて。しないよ。君たちは殺し合うことになる。少なくともソリダスはあなたを殺したがってるわよ。もう大事じゃないよ、ローズ。最後の戦いをデータとして収集し、今回の演習は幕を閉じる。それではジャック・ザ・リッパー、我々が作ったソリダスか、ソリダスが作った貴様か、我々の愛しい怪物たちをせいぜい楽しむがいい。ジャック、我が息子よ。ソリダス。我々兄弟が影の遺伝子情報を受け継いだモンスターとするなら、お前は決して語り継がれることのない影の歴史情報を受け継いだモンスター。どちらが後世に継承されるか決着をつける必要がある。それが手のひらの上で踊らされてるとしてもいいかジャック、お前の両親は俺が殺した。え？お前を誘拐し、戦士として、いや悪魔として育て上げた。私はお前の親でもあり仇でもある。なぜだ。知りたかったんだよ。我々が作られたものか否かをな。我々は同じなんだよジャック。リキッドやソリッドがその束縛から逃れようとビッグボスを駆り立てたように。ジャック、お前もこの私を倒し過去を清算しない限り今の螺旋から抜け出すことはできんのだ。ソリダスもめちゃくちゃなやつだった。自由になるべきだよな。刀でそっち二刀流やん。ずるいじゃん。私には他にもお前を殺さねばならん理由がある。なんやて。 GW 内にあった愛国者たちの痕跡は消された。だがその一部は今も残っている。お前の中にせやな、今会話してるもんね。お前の脳内にあるナノマシンとそれが作った神経配置、そこに奴らへの手がかりがある。それはそうかも。やらなきゃやられる、そういうことか。さあ行くぞ。ほい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 。痛いやつい。起きて。もうちょっとだ、もうちょっとだ。オッケー、やったー。悲しい。お互い自由になるべきだよね。すごい血が。うわあ、火の嵐みたいになってる。そんなとこから落ちても死ぬ玉じゃない気がするけど。手を離した。
自由な女神、今の自由になりたかっただけなんだよな。取り出すわ。生命の差がだもんね、こう残したいっていうのは。それが本能だから。あ、ワシントンか。女神じゃなかった。ワシントン像、自由の象徴ってことか。練習終了しちゃった。思惑通り。一般市民。俺は誰なんだ？誰も自分が何者であるかなんて答えられないさ。スネーク！お前はライデンという記憶、役割を背負わされてきた。それが本当かどうかは問題じゃない。スネーク！この世に完全なるリアリティなんて存在しない。現実と呼ばれるものの多くはフィクションで成り立っている。作られてる。目で見たものも脳が現実と感じた現実でしかない。じゃあ俺は何を信じたらいい？何を次の世代に伝えたらいい？俺たちが伝えるのは信じるもの、俺たちが信じたもの、大切だと思えることだ。正しいかどうかではない、正しいと信じる、その思いこそが未来を作る。そうだよ。愛国者たちもある種語り伝えられてきたものだ。いいか、言葉を信じるな。言葉の持つ意味を信じるんだ。自分の名前など自分で決めればいい。自分の進む道も俺が決める。そう、それがお前自身だ。そういうものだ。俺にできるだろうか。誰かに決められるものじゃない。確かに今回お前が自分から何かを選ぶことはなかったかもしれん。だがその間にお前が考えたことを感じたことはお前自身のものだ。それをどうするかはお前次第。そうだ。これからどう生きるか。そうか。そうだ。最初から名前や思い出があるわけじゃない。そして語り伝えるものも自分で決めることだ。誰かが決めるもんでもない。正しいものだけが伝わればいいんじゃないんだ。間違ったことも伝えちゃうかもしれないけど。そういえばそれは何だ？それが人間なんだ。ずっと奪われなかったドッグタグ。コヨネーク！どうだ？知ってる名前か？コヨネークでした。いや、知らない名前だ。自分の名前は自分で決める。俺の生き方も、そして次の世代に伝えることも。捨てられたー！あいつらから学んだこともある。そうだ。この地で遠い祖先から俺たちは自由を受け継いだ。伝える自由がある。この俺でもな。スネーク、オルガの子供はどうなの？大丈夫だ。俺が必ず助け出す。お前が生き続ける限り命は保証されている。リキッドはどこに？レイに発信機を取り付けた。奴は愛国者たちのもとに。ああ、だがオセロットが知らされていた愛国者たちの居場所が本当かどうかは怪しいもんだ。大丈夫だ。手がかりはもう一つある。俺のここに歴代愛国者たちのリストが入っている。オセロットに奪われたはず。お前に渡したのは偽物だ。なんだって？このウイルスは GW の特定部分、つまり愛国者たちの正体に関わる部分のみを破壊するように作られている。逆に言えば
この中には愛国者たちとそうでないものを見分ける仕組みが入っているというわけだ。そうか。これを解析すれば彼らの居場所がわかる。俺も。いや、お前にはやることがある。なんやて。伝えなければいけないことがある。もしかしているのか、ローズは。本物のローズなのか。あれは偽物？どっち？スネーク。自分で選ぶしかないんだ。あ、どうしたの？いや、聞いていいかな。俺は誰なんだろ知らないわよ。これから教えてくれるんでしょ？あ、今度は本当の私を見てね。今度は。分かってる。じゃああれもずっと本物だったの？あ、本当なの？子供がいるのも。そうだと思ってた。ここ覚えてる？もちろんだ。俺たちが初めて会った場所思い出した。今日は君と初めて会った日。やっぱそうだったんだ。そうよ。4月30日。ワシントンの話じゃなかった。次の世代に伝えたいことがある。生きるものは全て遺伝子を後世に伝える。赤ちゃんのこと。ああ、でも人が伝えるのはそれだけじゃない。遺伝情報に記録されていないものもある。俺たちはそのことを子供たちに伝え続けなければならない。どんなことを？環境、思想、文化、歌、思いやり、悲しみ、喜び。俺たちはそれを未来に伝えるんだ。それってプロポーズ？この言葉だけは誰にも伝えないでくれ。俺たちだけの秘密ってこと？なんか1のさ、もうなんか来そうだ。ちょっと待って、音楽大丈夫か？大丈夫か？これエンディングか？うわー、おお、ここや。ジャックそんな成長できる？ここでミュートしないといけないのでミュートしましたが、うわー、お疲れ様でした。すごい、もう本当に一つの映画を見てたかのようなやっぱ作品だし、なんていうの、時代先取りしすぎてるでしょ。なんかさ、最後もう本当にここ口挟めないわと思って、すごかった。言葉の王向、大佐とローズの、ローズなのかあれはもう AI だと思うけど、大佐とローズがバババババって言ってるところのローズは AI だよね、多分ね。あれはね。で、あそこがさ、
なんかもう、なんかもう口を返せないというか、すごい聞かされてしまったっていう感じだったんだけど、あの話がさ、今じゃんみたいな。今、20年前の作品でさ、20年前ってそんな感じだったっけ？ね。その、インターネットのいろんなもので、人間たちが、ツイッターない頃でしょ、20年前。さ、確かに今さ、その言論統制はできなくて、しないとね、そのツイッターとかでも問題になることだってあったりとかして、そのインターネットのさ、なんか悪なところを的確についてくるから、なんかちょっとグーの音も出ないようなさ、話だけどちょっとこう、隅をつつくのであれば、やっぱり、そうなんだろう、クソみたいなものを、こう、なくしていくべきだみたいな話だったから、そのクソみたいなところも受け入れたり、克服したり、乗り越えたりして、後世に伝えていくことで、それを繰り返さないようにしていくのが、人間っていうものだから、そこを統制しようってするのは愛国者たちの、それはちょっと横暴すぎるんじゃないかなっていうのがね、それはちょっと違うぞってところはあったけど、ね。でもちょっと先取りしすぎててびっくりしちゃったよ、ほんとに。これ今出た作品じゃないよねみたいな感じだった。そう、自分で決めていくべきもの。でもなんかさ、それをさ、こう、人間に託しているというかさ、そのままにしてるとさ、なんか人間はまた間違えて破滅するみたいな言われて、でもそうなのかもしれないみたいな、みたいな感じだったわ。ね。AI の言ってることが全部正しいわけではなくて、詭弁もね、さすがに混じっているけど、でも、過ちを繰り返す、そうです、みたいな。すごすぎるな、小島秀夫監督。1位もすごいおもろかったけど、1も時代早いなと思ったけど、2はさらに早いな。すごいですね。ね。3もやりたいと思っております。はい。4がね、できないんですけどね。なんか4までやっぱりやってほしいという声も多い中、4もやりたいんですけど、やれないんですけど、この難しいところね、もう4もやりたくてこよりだって、でも個人的にやる分には全然良くて、そう、全然いいんですけど、もしさ、いずれいきなり4もできるってなった日のためにさ、初見を残しておきたいとか思うとさ、個人的にやるのもどうだろうみたいになっちゃってさ、でも今は3までしかできないから、配信は3までしかやらないんですけど、なんかそう4が集大成らしいのでね、4もやりたい気持ちがある。すごいやりたい。でも3もほんとやりたいと思っております。いや、すごすぎた。ちょっと待って。ソリダスはやっぱりこれで、でもさっきので死んでしまったということよな。何かを残せたんだろうか、ソリダスは。なんか、ソリダスもさ、だって1ではさ、大統領みたいになってさ、完全悪みたいな、お前だったのか、みたいなさ、悪として出てきて、でもなんか最終的にさ、こう2位やったらさ、ソリダス、かわいそうだったわ。オセロットにも使われて。っていうか、オセロット生きとるよね。全然生きてるよね。何かは残っている。ジャックが残っているか。ソリダスを乗り越えたジャックが残ってはいるけど。またオセロットの一人勝ちやで。オセロット、
オセロット VS スネークのシーンはどうなったんあれは。オセロットじゃねえわ。リキッド VS ソリッドのシーンはどうなったん？わかんねえなのあれは。逃げられた？あ、3や4をやればわかるのか。なるほどね。まあでも、さすがにね、死亡シーンなしにリキッドが死ぬとは思えないから、リキッド波乗り中、波乗りサーフィンだスネークって言ってたもんね。楽しそうすぎてめちゃめちゃおもろかったわ。はにゃー。4でわかるんだ。いや、楽しそうだったなリキッド。ソリダスはいいんだってなった。ソリッド VS だけでいいんだってなったわ。あ、やみました。でも人の人生は子供たちに遺伝情報を伝えるだけじゃない。そやな。人は遺伝子では伝達できないものを伝えることができる。言葉や文字や音楽や映像を通して、見たもの、聞いたもの、感じたこと、怒り、悲しみ、喜び、俺はそれを伝える、伝えるために生きる。俺たちは伝えなければならない。俺たちの愚かで切ない歴史を、それらを伝えるためにデジタルという魔法がある。今はね、人間が滅びようと、次の種がこの地球に生まれようと、この星が滅びようと、命の残りが後世に伝える必要がある。未来を作ることと過去を語り伝えることは同じなんだ。過去を伝えることで未来を作っていけるんだよね。選択をしていけるんだ。で、自由の女神だ。先取りしてた子より自由の女神。スネーク、聞こえる？僕だよ。オタコン！例のディスクの解析が終了した。で、愛国者たちのリストは？もちろん見つけたよ。なんと12人の特定人物のコードが内装されていた。その中にはフィランソロピーの出資者の名前もあった。どういうことだ？わからない。奴らどこに？それがやはりマンハッタンにいたことは確かなんだが。向かってた先。どうした？ 12人ともすでに死亡している。って言ってたもんね。いつ？それが100年前の。100年？奴ら一体。まあ概念として残ってる死んだやつなんだろうなっていうのはもうおおむね分かりましたけれどもプレイタイム14時間、配信時間18時間、セーブコンティニュー、アラートモード48回、パーソンキル81、レーション73個食べました。はあ81。これグリズリーとか言われないの？今回は。今回なんか2つのつけられたりしないの？歴史は予見されていたお腹レーションでポテポテだよ。プチプチになっちゃった。食いしん坊だったな。しかもこれってあれでしょ？あ？何？ピー豚になっちゃったね。食べ過ぎたレーショングリズリーが太ってピンクになっちゃった。かわいいねじゃない豚ブーブーブー。ピンク仲間じゃん。かわいいか。グリズリーよりはかわいいか。とんこよー。ニューアイテム
無限バンダナ違った。あ、デジタルカメラ単価編で使用できます。なんやって、取りやすくなるってこと？無限バンダナの方が強いじゃん、どう考えても。あ、プラント編でも使用できるんだって。あれかな、取れる枚数が多いのかな。最後に取ったやつだ、デジコメ。あれ、寄ってなかったら取れてないから、すごいね、寄ってよかったね、あそこね。言ってる場合かってみんなに言われてたけど。単価よー。幽霊写真撮れるよ。やだ。やだ。やだ。捕食者から非捕食者に変わってしまった。レーション食いすぎたせいで。はい、いやー、面白かった。ちょっと待って。喋らせてほしい。でもさ、なんか変わったんだけど、赤かったのが多くなった。でもさ、ちょっと待ってよ。でもさ、ローズ受け入れられる？L2 を押してみてほしい。何があんの？どこで？何？誰？これなんかいっぱいやるとみんなの目がおかしくなってみたいになりそう。何これ？以上です。雷鳴るだけライデンが鳴った。雷落ち6人やられた。ちょっと待って、小槍がこれ押して6人殺したことになっちゃったの。うわー、7人やられたわ。ラッキーセブンにしといた。イカズチが落ちるんだ。だってさ、ローズ途中までは本物でしょ？だってローズ今度は私をみたいなこと言ってたから、途中まではそうだよね。最初からそれあれなんじゃないの？諸説ありなんじゃないの？西部のローズは本物。西部無線のローズは本物だよね。うわ、最初から AI 説と西部の時は本物説。うわ、これ両方ですよ。両方諸説ありじゃないのこれ。どうなんだろう。監督が今までに語ったことあるかもしれないけど、大佐のチャンネルにいる、わかった。85の方で出てきてるローズは AI で、96の西部のために出てくる、したいの？ジャックしたいの？西部とか言ってくるやつは本物。なるほどね。妊娠したのは本当。まあ諸説だからこそ面白いんだと思うけど。でもさ、コヨの考えね。これコヨの考えだけど、最後のセリフで、今までのさ、イチャついたところの話の続きをさ、言ってた感じがしたから、多分ね、子供がいるのって言ってきたのは AI だけど、なんか白目になってたし、そう。でも本当に子供がいて、そう。なんかあなたは何も教えてくれない。部屋にも教えてくれないし。みたいなこと言ってたりとか、エマに嫉妬したりとかしてたところは、多分、本物なんだろうなって思ってるんだよな。ね、ところどころで AI と本物が入れ替わってるけど、でもさ、要するにさ、潜入してたわけじゃん。これ潜入してた間に好きになったっていうのをさ、受け入れるってこと？ちょっと、これ受け入れられなかったな。スパイは本当でしょ？スパイは本当だと思うんですけど、本物はめんどくせえ方だよね。
私の本当の私を愛してみたいな。ややこしいね。スパイは本当だよね。メシマズは本当でしょ。メシマズはだってあれは反応してたのはジャックだから本当だけど、